もっと力を入れて死ぬほど打て飯が足りないのか。はい。夫よ、なぜ私をこんな目に遭わせるの。公爵下の正妻でありながら下僕と密通するとは。しかも私に現場を抑えられた公爵下は代々名門。お前の汚れで汚されてたまるか家宝で処罰するしか。家名を守る道はない。私は濡れ衣を着せられたの夫婦の縁を思い出して、真相を調べて。真相。それが何だっていうの？どういう意味？名産師に際なのにまだそんなに愚かなのね。寄進 ER 私を助けて。義兄、あの人って滑稽でしょう。不倫なんて。私が考えた妙案なのに私に助けを求めるなんて。寄進 ER 私はあなたの姉よ。なぜ私にこんなことをするの？あの時あなたの実母の家柄が良かったから。父は彼女を正妻にした。私の母は側室に甘んじるしかなかった。私まであなたに頭が上がらない。幸いあなたの実母は運が悪くて、少し毒を持っただけで死んでしまった。それから祖母を病気にさせて、同志を買収してあなたは災い星だと言わせ、何年も古い屋敷に追いやった。あなたたちが私の母を殺したのね。そうよ。困ったことにあなたの死んだ実母は、早くから公爵下との婚約を取り決めていた。私とミューゼ兄さんが結婚できなかった今は、あなたが死ぬしか正妻の座を。私に譲る方法はないの？寄進 ER。この厄介者が死んだらお前を嫁に迎える。あなたたち、ろくな死に方をするな。私は死んだのかしら。性子息が絶えました。こんなに早く絶命するとは。あいつは楽をしたな。菊遠郎の体はまだ処女のまま。もし検視官が調べたら不倫の罪は成立しなくなる。何を恐れる後で。誰かに処女を奪わせればいい。お前の所定が。ずっと菊遠郎に思いを寄せていたろ。このまだ温かい死体彼も嫌がらないはずだ。その通りだ者ども。蔡文楽の死体を弟の部屋に運んでやらせろ。はい。行こう。リボ沢サイココロジ。たとえ鬼になってもお前らを許さない。小木さん、前に俺に従えばよかったのに。兄貴に告げ口しやがって。でもあいつはお前のことなんてどうでもいいんだよ。結局俺の手に落ちたじゃないか。さあ、可愛がってやるよ。話して。三強、あの人が来た。お前は誰だ？荒く、
前に好きじゃないって言ったのは嘘だ。命が長くないと思って、君を縛りたくなかったんだ。今、戸で名医を見つけて毒を解いたのに。君はいなくなってしまった。荒く。どうして待ってくれなかったんだ。荒く、ごめんなさい。ここから連れ出してあげる。殿下。公爵家の者を全員捕らえました。どう処分いたしましょうか。皆殺しにしろ。はい。昔。君はイチョウの木が一番好きだったよね。見て。花がこんなに綺麗に咲いてる。きっと気に入るだろう。荒く、黄泉の旅路で怖がらないで。俺が付き合うから。いや。彩花は俺を災いの星とみなして、南方の屋敷に送りっぱなしで放っておいた。参考互角は肝気の病が治らず、同じく南方で療養していて壁一枚隔てた。王府に住んでいたあの数年、彼がいなければ、とっくに悪い下僕の手にかかって死んでいた。止まれ。彼が俺を愛していないと思い込んで腹を立てて、都に戻りリボタクと結婚したが、まさか、俺と格の命を奪うことになるとは。三強、もし来世があるなら、必ず旧敵に血の償いをさせ、俺たちの結末を変えてみせる。おいじん、俺が来たよ。何の音だ？どけ、お前は誰だ？おいじん、もう目が覚めたのか。ちょうどいい。起きてる方が面白いぜ。思い出した。彩花に戻る前のことだ。あの男が古い屋敷に忍び込み、私を汚しそうになった。私は全力で彼を傷つけ、やっとのことで逃げ出した。私は死んだはずでは？まさか生まれ変わったのか？あなた。天の目が開き、もう一度生きる機会を与えてくれたようだ。前世で彼らが私に負った借りは、返してもらう時が来た。お嬢様。彼が死んだ。声が大きすぎて耳が痛いわ。お嬢様、どうして人を殺せるんですか？宰相様に知られたら大変ですよ。あの宰相様には知る機会もないでしょう。前世、都に戻った後、あなたは私が不貞を働いたとでっち上げ、何日も指導で正座させられた。婚礼の時には、公爵家に身体検査を強要され、このような屈辱を味わった。命で償ってもらいましょう。
サイ家のお嬢様、殿下はお会いになりたくないと。また来たのか。怪我をしたの。どこ？誰が傷つけた？話せ。部下は誰かと先の約束を思い出しました。先に失礼します。未だ婚約もしていない娘が、私を抱きしめるとは何事だ。早く話せ。痛いか？一体どうした？これは私の血じゃない。私を傷つけたものは、私が殺した。どういう意味だ？さっき、男が私が気を失っている間に、汚そうとしたの。あなたがくれた短剣で、彼を殺した。サイ家が迎えにやった次女も、彼とグルだった。一緒に殺した。サン兄様。私がこんなことをするのは残酷だと思いますか？いや、よくやった。死体はどこだ？サイ家の古い屋敷の庭に。私が片付ける。しかし、サイカが送り込んだ次女は、このようにあなたを害そうとした。私の考えでは、都には戻らない方がいい。でも、清東公府とは婚約がある。婚約を破棄したっていい。私がいる。誰が反対できよう。婚約を破棄したら、私をめとってくれますか？私はどうしても都に戻らなければ。まず私の話を最後まで聞いてくれ。長い夢を見たんだ。夢の中で、リミューゼに嫁いだ。でも彼はもう私の妹のキキシン ER と、密かに通じていた。それに私に不貞の罪を着せて、私を殺した。それに私は知っている。私の母は、キキシン ER とその母親に殺されたんだ。私の厄介者という汚名も彼女たちがつけたものだ。だから、復讐する。三人さん、手伝ってくれる？ああ。そんなにあっさり承諾するの？私がデタラメを言っているんじゃないかって怖くないの？誰を殺したっていい。でも、自分の手を汚すな。三人さん、私と一緒に刑場に戻ろうよ。あなたの毒は解ける。でも、まだその毒を解く名医が誰なのか見つけられていない。でも、あの人は刑場にいる。どうしてあなたが毒に侵されているって知ってるのかって？それに、あなたが私を嫌っているのも全部嘘だって知ってる。だから、私から逃げられないよ。誰が好きだなんて言った？妹みたいなものだ。荷物をまとめて、明朝刑場に戻る。刑場に戻るって承諾したの？ただ南方に飽きただけだ。表情でしばらく過ごしたいだけ。お前のためじゃない。はい、私のためじゃない。私はあなたの心の中で、取るに足らない存在ね。それでいい？キットエンルを、君は本当にデタラメだ。323、刑場に戻ったら、宮中か。王府に住むの？どちらでもない。じゃあどこに住むの？殿下、着きました。降りましょう。ここ、あなたの屋敷なの？でも、なんだか見覚えがあるような。ひお嬢様、見覚えがあるはずです。あれは、木々屋敷の隣です。隣？ 323、刑場にいたとき。私たちも隣人だったの？でも、この屋敷は江南の富豪が。養女に買ったものだと聞いたけど、ずっと空き家で誰も住んでいないって。ひお嬢様、これはあなたが刑場に戻ると聞いて。殿下が急いで用意されたお屋敷です。黙ってれば誰もあなたを黙ってるとは思わないよ。
ああ、そういうことか。323。私とご近所さんになりたいみたいだね。エールを、あなたに。武芸に優れた次女を手配したよ。いざという時、彼女が代わりにあなたを守ってくれる。無比人球、お目通りいたします。お嬢様。よかった。ちょうど屋敷に信頼できる人がいなくて困っていたところなの。財布に戻ったら、何か困ったことがあったらすぐに私を訪ねてね。うん。行ってらっしゃい。エールを。万事気をつけて。わかった。殿下、あなたは明らかにサイお嬢様を深く愛しているのに。なぜ彼女に伝えないんですか？私の体内の毒が解けるまでは、彼女に気持ちを打ち明けるつもりはない。彼女の残りの人生を私に振り回させたくないんだ。あなたたちは誰だ？祖父に用は何だ？お嬢様がおいでだ。さっさと門を開けて迎えよ。お嬢様、少々お待ちください。すぐに取り次ぎます。母上。あなたが送り出したもの、成功するでしょうか？成功しようがしまいが、キギーアールさえいれば。私は彼女の評判を徹底的に地に落とす。その通りだ。行こう。お嬢様、お見えです。お祖母様、ご挨拶いたします。父上、ご挨拶いたします。ヌヒ、ご老婦人、西曹様、お目通りいたします。私の母もあなたの目上です。どうしてご挨拶しないんですか？父上。私は祖父の嫡出の長女です。屋敷の側室にご挨拶する必要がありますか？以前は、そんな決まりはなかったと思いますが。誰が側室だって？私の母は正妻です。エールをあなたの母上が亡くなられた後、屋敷には新たな守護が舵を取り仕切る必要があった。私は柳氏を正妻に立てた。これからは彼女を、母上と見ない。ああ。なるほど、正妻に立てられたんですね。おめでとうございます、柳側室。いや、柳夫人。CER、わがままを言うな。姉が屋敷に戻った以上、これからは姉妹で、必ず力を合わせるのだ。そうね、CER 言うことを聞いて。これからは、お姉さんと仲良くしなさい。エールを、そばにいるこの次女、見慣れない顔だね。ああ、彼女は人宮といって、南方の古い屋敷で、ずっと私に仕えていた下女です。そうか、ではキギー R は？彼女はあなたを迎えに行ったんじゃなかったの？どうしたの？彼女の姿が見えないけど。彼女か。和帝と相思相愛になったと言って、二人で駆け落ちしたんだって。ありえない、キギー R がどうして？人と駆け落ちなんかするものか、きっとあなたが彼女に何かしたんだ。駆け落ちじゃない、二人の大の大人が。どうして突然消え失せるものか。父上、私とキギー R には何の恨みもありません。どうして彼女を害するでしょうか。誰の次女なのか知らないが、これほど無作法とは。祖父の直れもいいところだ。キギー R はもともと私のそばに仕えていた。彼女が利口で物分かりがいいので、エールを迎えに行かせたのだ。まさか、こんなことになるとは。私が反省します。よし、一人の次女だ。逃げたなら逃げたで、大したことではない。エールを、長旅でお疲れだろう。まず部屋に戻って休みなさい。はい。娘、失礼します。伊豆遠藤のあの女、きっとわざとだ。キギー R はきっと彼女に殺されたに違いない。彼女を甘く見ていた南方で長年過ごして、世間知らずだと思っていたから、キギー R に、彼女が男と不義を働いたと言わせさえすれば、どうにかして彼女から一皮剥げると思っていたのに、まさか、彼女が根本から立つとは、キギー R を直接消し去るなんて。このキギー R はあなたが手塩にかけて育てた腹心ですよ。この借りはこのままでは済まされない。私たちは必ず彼女に代償を払わせる。
彼女の容姿は彼女の母親の当年に比べてもさらに美しい。リミューゼが彼女に会えば、心を動かされないとは限らない。母上、私はこれから必ず、ミューゼ兄様と結婚するんです。どうか私のために方法を考えてください。母上、何を焦っているの？今や彼女はもう屋敷に戻ってきたんだから、まだ。彼女に手を下す機会がないとでも？誰かを見つけて、彼女の肌着を盗ませ、適当な男の手に押し込んでしまえば。彼女が男と不義を働いたことは、どう弁明しても無駄になるじゃない。さすが母上、お見事です。お嬢様、さっきヌヒが外から入ってきたとき、誰かがゴソゴソしているのに気づきました。何をしようとしているのかわかりませんが。家に戻ったばかりなのに、彼女たちはもう落ち着かないのね。ならば、私も彼女たちと、大芝居を演じてみせよう。近週、私は長い寒夏を離れていたから、屋敷の様子もよくわからない。一緒にあちこち案内してくれない？はい、お嬢様。お姉様。私の部屋に何の用？ヌヒは、お部屋の掃除に参りました。手に持っているもの、何？何でもありません。お嬢様、ご覧ください。なるほど、こんな困難だったのね。違います。屋敷に賊が入るなんて、軽視できないわ。禁酒。このことを広めて、必ずみんなに知らせなさい。はい、お嬢様。お許しください。何事がこんなに騒がしいの？上も下も噂ばかり。お姉様、戻ってきたばかりなのに、どうして家を騒がせるの？道理でみんながあなたを災いの星というわけね。実望しなせたって。信じ。でたらめを言うな。私、間違ってないよ。あら。何をしているの？お祖母様、この下人が私の部屋で盗みを働き、現行犯で捕まりました。宰相府の規則では厳罰に処すべきです。柳夫人、この子はあなたの次女でしょう。母上。はい。あら、何か誤解があるんじゃない？清和、彼女がまさか、あなたのものを盗むなんて、あなたが戻ったばかりで、物が足りないかと思い、わざわざ彼女を気遣いに使わしただけよ。禁酒。うちのお嬢様の翡翠の腕輪が彼女の手にはまっています。これが奥様の言うお気遣いですか？奥様、ヌヒは冤罪です。お姉様がわざと濡れ衣を着せたんです。下人として盗みだけでなく、主人を陥れようとするとは、どうやら棺桶を見るまで涙を見せないようね。禁酒、彼女の指を一本ずつ。折りなさい。本当のことを話すまで。止めないで。はい。ああ。私、話します。奥様が私に、お姉様の部屋から腹巻きを取ってくるよう命じたんです。ヌヒは命令に従っただけです。柳夫人。そうなの？この下女、何をでたらめなことを言っているの？どうして理由もなく。あなたをエーロの部屋に行かせて、彼女の私物を盗ませるなんてありえない。母上、旦那様、この下女が腕輪を盗んだのは証拠が確かです。死罪に処し、エーロに謝罪させるべきです。誰か、彼女を外に引きずり出して。彼女を殺すのになぜそんなに面倒なことをするの？やめて。あ。柳夫人、彼女はあなたの下女だからご苦労ですが、彼女の遺体を引き取ってください。
今後は、柳夫人、あなたの手がを厳しく管理してください。さもなければ、今度は不倫、次は窃盗と。これは祖父の面目を失わせるだけでなく、あなたの管理能力を疑われることになります。エールのご指摘ありがとうございます。今後、必ず厳しく指導します。父上と祖母様にお越しいただき、ありがとうございます。もう遅い時間ですので、私は休ませていただきます。明日、改めてご挨拶に伺います。もうすぐエール王は、費用等効果と縁談を進めることになります。皆、静かにしてください。母上、彼女は公然と人を殺めるなんて、絶対にわざとです。これで、屋敷の下々に警告を与え、誰かが今後彼女を狙えば、シング HE が、その見本です。これから、私が何かしようとしても、難しくなりました。なんと陰険な策略でしょう。以前は彼女を見くびりすぎました。これから彼女に対抗するには、もっと慎重にならなければなりません。お嬢様、あの親娘は2度もあなたにひどい目に遭わされました。しばらくは、あなたに迷惑をかける勇気はないでしょう。彼女たちが辞めたいと思っても、私が同意するかどうかは別です。次は、私から仕掛ける番です。人休、三教を呼んできてください。用事があって、彼に手伝ってほしいと言って。誰？三教。何の用だ？三教、いつ来たの？こんらいたところ。さあ、何をしたいんだ？当時、彼らは私の母の死を私のせいにしました。私が災いの星で彼女を死なせたと言ったが、実際は、母を殺したのは別の誰かです。三教、災禍で祈祷をしてもらう同士を探してくれませんか？これは、相手のやり方で、相手をやり込めるつもりか。そうです。隠された真実は、そろそろ、日の目を見るときです。祖母様、父上、母の命日が近づいていますので、同志をお招きして、家で母の供養をしたいと思います。どうかお許しください。お母さんはもう長く亡くなっているのに、なんでそんな面倒なことをするの？弟様、それは違います。お祖父様も10年以上前に亡くなられましたが、あなたはよくお墓参りに行かれてますよね。孝行に遅い早いはないはずです。これは我が災禍の代々受け継がれてきた家風です。それに、制裁をなくしてからこれほど経っても、まだ供養をしてあげたいと思えるなんて。世間の人もあなたの情け深さと本心を忘れない心根を称賛するでしょう。わかった、お前の言う通りにしよう。旦那様、エール王は教場に不慣れですので、同志を招く件は私に任せてください。必ず最も経験豊富な同志を招いて、全部人の病を取り行わせます。そうよ。結構です。弟様、娘はすでに天下間の助動師と話がついています。彼に法事を取り行っていただきますので、他人にご心配いただく必要はありません。天下間の助動師？たびたび宮中に上がり、太后様から深く信頼されている助動師のことか。はい、まさにその方です。助動師は特防高く、普通の家では、お招きできるものではありません。たとえあなたの弟様が最小であっても、そんな面子があるとは限りません。エールを、どうやって彼を招いたんだ？私に助動師と知り合いの友人がいるのです。京城に長くいなかったあなたに、どうしてそんな、すごい友人がいるの？夏の虫に氷の話は通じない。どういう意味？あなたが愚かだという意味よ。あなた。やめなさい。つまらないことで喧嘩する価値があるのか。エール王が、すでに助動師を招いたのなら、彼に法事を任せよう。法事の当日は、私も休みを取って家にいる。霊を書くことのないように。では、弟様、よろしくお願いします。お母様、岐阜園でおったら。大勢の前で私を侮辱するなんて、全く礼儀知らずです。お母様、彼女はどうして突然、同志を招いて供養をしようと思ったのでしょう。なぜだと思う？人の注目を集めたいからに決まっているでしょう。死んだ母親を利用して、弟様とお祖母様にもっと可愛がってもらおうってこんだよ。あの子は災いの星の名目で実家に送り返されたのよ。やっと戻ってきたのに、昔のことは押し隠して。口にしない方がいいのに、それが愚かだってことよ。それなのに、私のことを言えるなんて。これで帰って、お祖母様と弟様により嫌われるだけだわ。
私が送り込んだ2人の腹心が彼女の手にかかって、1人はその場で血まみれに、もう1人は行方不明になったのよ。本当に彼女が愚かだと思うの？じゃあ、お母様の言いたいことは？願わくば私の思い過ごしでありますように。あら、女巫師様がいらっしゃいました。どうぞお入りください。娘がご家族に相談せず、勝手にあなたを屋敷にお招きしてしまい、ご迷惑をおかけしました。蔡宗様、お気になさらず。蔡家の先婦人のために法要を執り行えるのは、この賓道の光栄です。まして蔡お姉様のご行進は、心を打たれます。賓道は喜んでお引き受けいたしますよ。女道長は気難しくて傲慢だって噂されてるのに。今日はどうしてこんなに穏やかなの？女道長、母上が生前お住まいだったお部屋は、この南の庭にございます。どうぞこちらへ。お先にどうぞ。道長、こちらが母上の位牌で、ずっとここで祀られております。では、賓道がまず先婦人に一個を捧げ、法要のことをお伝えいたしましょう。道長、どうぞ。これはいけない。香りが折れた。道長、これはどういうことですか？香りが完全に折れるのは大凶の兆しです。つまりこの部屋には、怨念が晴れず、先婦人の魂が安らかに眠れないということです。わかった。きっと彼女だ。蔡文楽、お前が自分の母親を死に追いやったから、彼女はお前を恨んでいるに違いない。今お前が戻ってきたから、彼女の怨念が消えず、執拗にまとわりつくのだ。父上、もし本当にそうなら、いっそのこと。蔡二姉様、それは違います。先婦人の残った魂が、長年消えないのは、蔡お姉様とは関係ありません。誰かが邪悪なもので、彼女の亡き魂を封じ込め、安らかに眠ることを妨げているのです。なんですって？邪悪なもの？では、その邪悪なものはどこにあるのです？母上。道長、この木に何か問題が？ラバンがここを指しています。木の下に何かあると疑っています。者ども、シャベルを持ってきて、ここを掘れ。はい。これは、人骨だ。この庭は長年誰も住んでいなかったのに、屋敷の中に。どうしてこんなにたくさんの人骨が？隣に住んでるだけあって、三兄貴は今や財布に。まるで無人地帯のように入り込めるね。これらの骨は一体どこから持ってきたんだ？本王は冷酷非情だ。誰かが俺を怒らせたら、殺すだけじゃ済まない。皮を剥ぎ骨を抜くまでやる。だから。もし怖いなら、俺から離れておけ。あんたなんて無礼な。相変わらず可愛いな。
知ってるわ、あなたは婿の人を殺したりしないこの人骨は。きっと極悪人のものよ。明日柳氏に自業自得を味わわせる。人骨。これに書かれた8字誰のものかしら。この8字は私の母上のものなぜ。この骨に結ばれているの？これは左近人これらの人骨の主は、生前多くは屠夫や武将種に血を染め強運を持つ。今仙夫人の8字とつながり、彼女の暴婚を閉じ込め転生を阻む。一体誰がこんな悪毒な計略で、私の母を閉じ込めようとしたの死後も許さないなんて。母上、この骨あなたが置いたんじゃないでしょうね。彼女のたわごとよ、私は全く知らない。父上母上のために正義をお願いします。きっと誰かが母上を殺したのでなければ、あの年の小さな風邪で亡くなるはずない変々。悪人がすべてを私のせいにした。私を再生と呼び事実を歪めようとした。これは、エールを再生の件は、天下間の別の同志が直接私たちに告げた。天下間の同志は法力が高い、信じるべきだ。祭お嬢様を再生と言ったのはどの同志ですか？それは、あまり覚えていない。覚えてるわ。彼の姓は9。天下間にいた9同志は一人だけ数年前。彼は邪術を乱用し人を殺し私が知ると、道館から追放した。この者は心が歪んでいる際小国と奥様。どうか軽信なさらぬよう。邪術。もしかしてこの左近人は、彼女の仕業かしら？可能性はある。柳夫人、間違えなければこの9同志は、あなたが屋敷に招いたのでは？ヒップエンドを。何を言ってるの？母を侮辱するな、旦那様。目掛けは冤罪です。ずっと仙夫人を敬っておりました。ご存知でしょう。同志様、この左近人解く方法はありますか？今左近人は敗れたが仙夫人の残魂は散らず、怨念が残る、沈めるしかない。さもなければ災禍に降り軽くは不運続き。重くはか滅び人滅ぶではどう沈める。もし首謀者を見つけ仙夫人の位牌の前で、49日間ひざまずき毎日懺悔すればおそらく、暴婚を称賛させられる首謀者は、同志様、あの9同志の行方は？彼が天下間を去ってから行方不明になっている。あら、それは残念ね。もしあの時、柳夫人が狼を家に招き入れなければ、災禍に、こんな災いを招かなかったのに。この件、あなたも責任を負うべきよ。父上、皮膚炎老と女同士は知り合いです。彼女たちが結託して、わざと母に汚名を着せているんじゃないか。どうか彼女たちの一方的な言い分を信じないでください。あの時、旧同士は私を災いの星だと言い、災禍はそれで、私を長年南方に送った。どうして誰も疑わなかったの？それも彼女の一方的な言い分よ。あなた。女同士は皇徳で、太后様も彼を信頼している。そんなに誹謗中傷して礼儀を知らないのか。それに、この庭は長い間誰も住んでいないのに、こんなに多くの白骨が掘り出された。証拠は確かで偽りがあるはずがない。あなた。寄進意ある、同志様に失礼なことを言ってはいけない。エールを、あなたが私たちを恨んでいるのは分かっている。あの時、あなたの母が亡くなり、老婦人も病気になった。私たちも不幸ながら。父上、かつて娘は家に災いをもたらさないために、長年一人で南方に住んでいました。娘は何の恨みもありません。しかし今になって、責任は私になく、悪事を働いたのは、別の人間だと知りました。このまま放っておけば、恨みは消えず、災禍は、良い最後を迎えられません。では、あなたの考えでは、どうすべきか。この件は柳夫人から始まった。原因があって結果がある。ならば、柳夫人に9という同志の代わりに、私の母の位牌の前で49日間ひざまずかせて、罪を償わせてはどうでしょう。エールを、私は好みあなたの命令よ。どうしてそんなに残酷なことを言えるの？私がこう提案するのは、災禍のためよ。
信じるに足るものがあれば、信じないよりはまし。父上、私は災いの星じゃない。3番目の母を害していない。信じてください、行かせないで。エールをおとなしくしなさい。あなたはサ家の長女よ。自分だけのことを考えて、サ家の他の人を顧みないでいいの。同志様がそう言ったのには、きっと理由がある。信じるに足るものがあれば、信じないよりはまし。父上、行かせないで。父上、やめて。父上、行かせないで。父上。柳夫人、あなたはもう正妻なのだから。自分のことばかり考えず。在家の繁栄のことも考えてよね。ヒグレンドはわざとだ。彼女は帰ってきて、私にしようとしている。では、同志様もおっしゃったように、これが恨みを解く方法なら、そうしましょう。柳氏、準備しておきなさい。明日から、49日間、ここに来なさい。旦那様、私は家事も取り仕切らなければなりません。こんなに長く遅れると、屋敷中がめちゃくちゃになってしまいます。そうしましょうか。以前、私の側近の龍馬が私に旧同志を推薦したんです。この49日間、龍馬に代わりにお参りさせましょうか。いかがでしょうか。それもありだな。ただ、おかしいな、この庭には風一つないのに。なぜ鈴が鳴り続けるのか。もしかして、母上が何かに依頼ているのでは？この鈴、なぜ突然鳴り出した？まさか、本当にナンシの亡霊がまだいるのか？同志様、お答えいただけますか？私の見解では、怨念が鈴にぶつかったのです。おそらく西城将と奥様が、相談した結果に、千夫人が不満をお持ちなのでしょう。柳夫人、どうやらあなたの側近の龍馬では、怨念を鎮めるのは難しそうです。やはりあなたご自身でなければ。父上、いかがお考えですか？あらの言う通りだ。このようなことは信じるに値する。信じないわけにはいかない。柳氏、代わりを立てるのはやめなさい。はい。この件は私の過ちではありませんが、家の平安のため、私が全てを引き受けます。柳夫人、母上の位牌の前では、責任転嫁のような言葉は絶対にお控えください。心を込めれば、必ず通じます。さて、屋敷の件ですが。父上、娘が戻ってきました。これから嫁ぐとしても、やがては家を治める守護となります。柳夫人がご不自由な時は、娘が代わって家を治め、経験を積ませていただきます。お祖母様がおられますから、屋敷のことは間違いありません。子供のあなたが心配する必要はない。宰相が上昇まで上り詰め、聡明で才覚に優れている。どうして当時、母上の死や、私が追い出されたことが柳氏に関係あると気づかないはずがない。それなのに、彼は私を警戒している。明らかに柳氏をかばっているのだ。女同士、今日はうまくやった。これはあなたへの褒美だ。殿下、お気遣いなく。かつて天下間の弟子が武道を働き、西お嬢様を長年、外に流れさせてしまいました。今日、私がしたことはただの是正です。褒美や手柄など、いただけません。受け取れ。本王は知っている。女同士は正直で善良な人物だと。本王のために物語を作るのは、さぞかし苦労しただろう。では、殿下、ありがとうございます。あ、殿下、どこへ？見に行く。母上。柳氏に49日間、ひざまずいて謝罪させます。始まりに過ぎない。血の借りは血で返す。誰だ？人宮が外で見張っている。俺以外に入れる奴がいるか。三兄貴。
王子様がどうして母にひざまずけるのですか？早くお立ちください。目上の方に初めてお目にかかるのだ。ひざまずいても構わない。婿が義母にひざまずくのはむしろ当然だ。君を妹のように思っているだけで、めとるつもりはない。はいはい、殿下は私を妹としか思っておらず、私が勝手に思い込んでいただけです。殿下のことが忘れられず、寝ても覚めても思い悩んでいます。天にいらっしゃる母上、どうか私をお守りください。一日も早く、殿下の冷たく固い石のような心を温められますように。私と彼が、一日も早く結ばれますように。でたらめを言うな。蔡夫人、実は私が英良に心を寄せているのですが、思いを打ち明けられずにいます。私は猛毒に侵され、生死の境をさまよっています。どうか彼女をお守りください。平穏無事に、良縁に恵まれますように。私が都に戻ったという報せは、聖縁効果にも届いているはずだ。そう遠くないうちに、彼らが縁談を持ちかけてくるだろう。何か対策はあるのか？手伝おうか。対策はある。そして君の助けが必要だ。毎年立春の頃。皇室別邸で春の宴が開かれる。若き名門の師弟たちが集い、酒を酌み交わし詩を読む。花を愛でながら語らうのだ。それは聞いたことがある。行くつもりか。招待状をもらったリミューゼ？筆記新 ER も行く。では、私に何をしてほしいというのだ。よし。安心しろ。必ず任務を果たす。なんて美しい女性だ。あの娘は誰だ？見慣れない顔だな。知らない。筆記新 ER と一緒に来たようだ。まさか蔡小国家に最近都に戻ったばかりの長女では。キプエンルオ。彼女がキプエンルオか。長年会わない間にこんなに美しくなったとは。理系、こちらは婚約者であろう。羨ましい限りだ。まったく、周りが羨むこと受け合いだな。妹よ、私の婚約者を見ているのか？彼はあなたの義理の兄だ。そんなにじっと見つめて。よそ様が見たら、二人の間に特別な関係があると思うだろう。何をデタラメを言っている？私がデタラメを？費用等効果の生死は、とっくに私と婚約しているあなたが狙える相手ではない。ましてやあなたのことを好きになるはずがない。彼が気にかけるのは、この婚約者である私だけだ。あなたがそんなに無礼にも彼を見つめるなんて、身の程をわきまえていない。あなたなんて何者でもない。彼があなたを好きになるわけがない。何があったの？わからないわ。姉妹喧嘩のように見えるけど。これは何だ？聖子様、お持ち物を落とされました。聖子様、申し訳ございません。先ほどうっかりおぶつかりしてしまいまして。こちらはお袖から落ちたもののようです。どうぞお受け取りください。聖子様、この絵に描かれた女性は、あなたの婚約者でいらっしゃいますね。彩花のご令嬢が都にお戻りになったと伺いました。両家のご婚約も、いよいよ本格的に動き出すのでしょうね。おめでとうございます、聖子様。あれ？でも、この肖像画に描かれているのは、彩花のご令嬢ではない。彩家の次女だ。聖子様、なぜ次女の肖像画をお持ちなのですか？彩家三女の絵巻？いや、次女の絵巻だ。本当だ。取り替えたのか。これは私の肖像画ではない。私はこの目で見た。あなたの袖から落ちてきたのだ。これが嘘だというのか。私は知らない。この肖像画に描かれているのは確かに私の妹だ。どうやら聖子様のお心には、私の妹が終わりで、この婚約者である私ではないようだ。彩花のご令嬢、私は心変わりなどしておりません。心変わりなどしていない。この絵がどこから来たのか。私も全く知らない。
説明は結構だ。さっき妹が私に警告していたのも無理はない。自分の立場をわきまえろ、あなたの心の中では。何の価値もない、彼女こそがあなたの愛する人だ、と。あなた。いつそんなことを言った？ヒップエンド、デタラメを言うな。さっきあなたが私をあんなに叱ったのをみんな聞いていたじゃないか。私は聞いていたよ。筆記 CER がサイケのご令嬢に言った。あんな女が何者だというような言葉を。サイカのご令嬢が都を離れている間に義理の兄を奪い取ったのだ。そう考えると、サイケのご令嬢は本当にお気の毒だ。私は人に無理強いするような人間ではない。お二人が心を通わせ、互いに慕い合っているのなら、私は身を引いて、お二人をお幸せにさせてあげる。本日、ここにいらっしゃる皆様に証人となっていただきたい。私、ヒクエンドは、清東公府の生死との婚約を、ここで解消する。今後、生死が私の妹と改めて婚約なさるのであれば、私は喜んで同意し、決して妨げはしない。サイカのご令嬢はおおらかだな。婚約者と、妹にそんなことをされても、それほど寛大でいられるとは。そうだね。私は同意しない。あなたと私の婚約は、あなたの母親が生前に定められたものだ。親の決めたこと。そう簡単に破棄できるものか。私の母上は今は亡くなられた。今は妹の聖母が、柳おばさんが正式に家督を継ぎ、柳おばさんと姉妹が、何度も家で生死を褒めたたえ、賢く高潔で良縁にふさわしいと。お二人の縁談には、彼女は異論はないでしょう。何が柳おばさんだ、うちの母は正妻だ。妻文楽、言葉遣いに気をつけなさい。長く家を離れていたので、つい口が滑ってしまった。それでも柳夫人には感謝しています。昨日、天下間の同志が再家に来て、亡き母の供養をした。彼は言う、母は迫害を受けて亡霊となっていると。誰かが彼女の墓前で49日間ひざまずく必要がある。ようやく解消できると、柳夫人は妻家の繁栄のために、進んで懺悔する人となった、その献身に心から感謝する。亡き夫人は病死ではなく、殺害されていたのか。柳氏が自ら懺悔したのではなく、亡霊のたたりを恐れて。怖がって罪滅ぼしをしているのだ。この親子、ろくなものじゃない。彼女は、少しも損をしたくないようだ。よくもやったな、蔡文楽。母を誹謗するな、後で屋敷に戻ったら。祖母と父に告げて、お前の皮を剥がしてやる。妹よ、姉が何か間違ったことを言った？柳夫人は今、私の母のアキラインでひざまずいている。私が嘘をついているなら、兵にさえお体に届ける。あなた。災禍の代償はね。生死、まだ何かご用ですか？婚約解消には同意しません。先ほどの件については、蔡宰相がきっと明察して、私の潔白を証明してくださるでしょう。何人が騒ぎ立てているのか。何者だ、無礼だ、神王殿下がここにおられる、失礼な。私の目が節穴で、神王殿下と気づきませんでした。どうかお許しください。神王殿下にお目通り。礼はいい。本王は先ほど東屋で、すべて聞いていた。一体何事だ。返事は三殿下。私が清東公正氏と姉妹の不義を目撃し、二人のために取りなそうとしたが、正氏はどうも不承知のようで、私たちは話し合っているところです。婚約がありながら、婚約者の妹と不倫関係にある。このような行い、君子のすることではない。この婚約は、破棄すべきだ。殿下。言うことはない。蔡宰相も名教のごとく、自分の娘が、火の穴に落ちるのを黙って見ているはずがない。それに本王は今日、義教心に駆られて、蔡家の大小姉のために、この縁談を片付けてやろう。今後、清東公府が、これ以上しつこくするなら、わしを眼中にないということだな。殿下、ご交配ありがとうございます。わしは用事がある。勝手にせよ。
今日、婚約を解消してよかった。さもなければ、この体がいつまで持つか。上南、言ってみろ。もし彼女が将来、ろくでもない男に出会ったら、誰が代わりに守れるというのか。どうして来たの？何をしているの？もし誰かに見られたら。女の子の評判はどうするの？もし見られたら、大々的に言いふらすわ。三殿下と私は固い絆で結ばれ、抑えきれない思い。三殿下は、私以外はめとらないとおっしゃった。あなたのことは好きじゃない。少なくとも、男として女としての好きじゃない。私の言葉。彼女の心を傷つけすぎたかしら。兄が妹を思うような好きさ。男女の浅はかな感情より深いもの、このことは。君こそ知るべきだ。323。きっと解毒して、早く回復するよ、どんなに難しくても。ずっとそばにいるから。旦那様、私のためにお裁きを。不届き者、ひざまずけ。一体何事だ？何事だ？妹の話では、春の縁で公衆の面前で破談にしたという。さらに柳氏を誹謗し、彼女がお前の母を害したと思わせた。お前の目に、わしも、災禍もないのか。旦那様、今や外では噂が飛び交い、妾は生きる気力もありません。エールを、私のどこが気に入らないの？あなたが屋敷に戻ってからというもの、ことごとく私に矛先を向け、今では、私とあなたの妹の評判まで貶めようとする。柳乳母母は感謝すると思ったのに、二妹と生死は、以前から密通していた。私が公衆の面前で破談にしたのは、二妹が嫁ぐためよ。この婚約、人を変えることはできん。祖母、それはなぜです？外に伝われば、世間は我が災禍を非難する。少女を冷遇し、家風が正しくないと。お前の父は朝廷で官職についている。最も必要なのは、文人清流の指示だ。卑骨と名声を失ってはならん。エールを。お前はそのまま甲府に嫁げ、外に対しては、あの肖像画の件は、誰かが両家の関係を割くために、故意にやったことだというのだ。災禍にとっても、甲府にとっても、説明がつく。災禍において、公爵家にも説明はあったが、私には何の説明もない。おばあ様、孫娘が嫁いだ後、不幸にならないとは思わないのですか？あろ、対局を見て。わがままを言っている場合ではない。もう遅いかもしれません。新王殿下が婚約を解消してくださったのです。なんだと？新王が。どうして新王が関わっているのだ？新王殿下は2番目の妹と生死の不義を知り、公衆の面前でこの縁を断ち切られたのです。殿下はおっしゃいました。父上は明鏡のごとくお見通しで、この実の娘を火の海に突き落とすようなことはなさらないでしょう、と。祖母は追い惚れました。でも父上は一番通りをわきまえていらっしゃる。どうして娘のことを考えてくださらないのですか？新王殿下が縁違いと認められた以上、この件は深夜と生死に非があるのでしょう。父上、リムゼに嫁ぎたいですか？私。深夜は以前、生死に思いはありませんでしたが、こんな騒ぎの後では、彼女の評判は傷つき、今後、縁談も難しくなるでしょう。深夜を清党公爵家に嫁がせるのがよかろう。父上と母上の仰せに従います。では、そう決めよう。母上、やはり随縁道は愚か者だと言ったでしょう。あんな良い縁談を私に譲るなんて、彼女の行動は、一体なぜなのか、私にもわからない。もしかして、私が彼女を過大評価していたのか。彼女は一時の感情に流され、
公爵家に嫁ぐ機会を捨ててしまった。婚約を解消した女性はきっと人に嫌われる。これからは商人や下級役人にしか嫁げない。そして私は、たやすく、彼女を踏みつけることができる。リムゼと妹が前世であなたを殺す夢を見たのに、なぜ二人を結びつけようとするのですか？私でなくても、他の女性が犠牲になる。無実の女性たちが、二人に迫害されるよりは、彼ら同士で苦しみ合う方がマシだ。その通り。それに、つい、シン・アーは本当に、キヨトを公爵家が簡単に入れると思っているのか？あの公爵夫人は、油断ならない人物だ。普段からキキシンイヤールのことを気にかけてるんだろ。これまでは見て見ぬふりをしてきた。春日園はどんな場所かわかってるのか。あの娘の肖像画を肌身離さず持ち歩き、周囲に知れ渡るなんて。ほら見ろ、婚約は破棄だ。母上。何度も言っただろう、あの肖像画は。本当にどこから来たのかわからない。キフエンローにも説明したが、引き入れようとしない。それどころか、新王殿下まで巻き込んでしまった。お前以外にいるのか。お前の性分は、よくわかってるんだ。ただの婚約破棄じゃないか。キフエンローには機会を与えたが、彼女は聞かない。彼女が受け入れないなら、妹をめとればいい。その時になれば、誰からも相手にされず、後悔するだろう。何がわかるというのか。ヒグエンローの実母は、建物のナンシの出身で、ナンシからは3代にわたり帝王の死を輩出し、怖さに最小を出した家柄だ。ヒグエンローの子孫たりは、たった一人の嫡出の娘だった。もし当時吉祥に嫁いでいれば、皇后にだってなれたほどの家柄だ。母上、ヒグエンローの外祖父は、そんなにすごかったのですか？また、ナンシは臨終の前に、娘のために非常に豊かな持参金を準備したと聞いています。その持参金は際公の家にはなく、ヒグエンロー自身が管理している。ヒグエンローをめとれば、まるで何家全体をめとるようなものだ。あの持参金の話は全くのでたらめです。何家は建物では名門ですが、先祖代々の役人は、誰もが清廉潔白でした。建物は西境の要衝に隣接し、戦が絶えません。一旦戦が始まれば、朝廷から支給される物資は数ヶ月遅れ、兵士たちは待てません。外祖父は資材を売り払い、真っ先に前線へ送りました。私が生まれて間もなく、都で疫病が流行り、薬の値段が高騰しました。母はほとんどすべての持参金を取り出し、災禍に内緒で薬剤を調達し、人を通じて、都の貧しい民衆に配り、天下を良くしました。これが何区の家風です。そして母が私に残したものは、実は、一室の蔵書だけでした。そうだったのですか。しかし、世間はそうは思いません。夢の中で、私がリミューゼと結婚した後、彼とその母は繰り返し持参金のありかを詰問し、ないと言っても信じず、好き勝手に鞭打ち虐待しました。彼らはよくもそんなこと。安心して、絶対に彼らを見逃さない。しかし、この見かけ倒しの嫁入り道具が、かえって私を助けてくれた。大金を失い、公爵家がどうして簡単に、緑心地を嫁がせようか。公爵夫人、本日お越しいただいたのは、若者たちの縁談についてご相談したくて。先日、聖子が公の場で神事の肖像画を落としました。荒くの気性が激しく、婚約破棄を申し出ました。新王殿下が、この件を確定的にされたのです。今、聖子と荒くの婚約は成立しません。代わりに神事を嫁がせるのはいかがでしょう。それもまた川となるでしょう。私の考えでは、この件はやめておきましょう。姉との縁談がダメだから妹に変えるなんて、世間の笑い物になります。しかし聖子の心中には、きっと神事のことがあるはず。二人の若者が相思相愛なのですから、私たち母親として、叶えてあげるべきです。柳夫人、私が条理をわきまえないわけではありませんが、この婚約は、先代夫人と結ばれたものです。先代夫人は約束されていました。娘に多額の持参金を準備すると。今、人が変わったのに。この持参金、母は一度も持参金のことを約束していません。公爵夫人はわざと柳氏に圧力をかけている。神事も最下の嫡出の娘。彼女の持参金は長子と比べても、もちろん少なくはありません。この点、公爵夫人はご安心ください。そうでしょう？では娘にいくらの持参金を準備するおつもりですか？公爵夫人はどうお考えですか？少なくとも、5000両。
なんですって？公爵夫人、5000両はあまりにも多すぎます。どうしてそんなことが？もし前代夫人がご存命なら、建物何家の財力をもってすれば、5000両の銀は愚か。5000両の金だって用意できたでしょう。柳夫人が多すぎるとお考えなら、この縁談は、これでお断りします。公爵夫人は生死があなたを恨むのを恐れませんか？真治との仲を引き裂いたと。どのような女性のためにも、この母を責めることなどありえません。我が公爵家には、都で取り入ろうとする者は数えきれない。我が利の家は代々爵位を継ぎ、あのような基盤の浅い。たった一人が朝廷に仕える家柄とは違います。前回の春の縁で、世間はとっくに真治と生死が内密の中だと認めています。もし彼女が利の家に嫁がなければ、さらに高い家柄に嫁ぐのは至難の業。もし我が妻家が5000両を工面して娘の持参金にできるなら、公爵夫人はこの縁談をお受けになるのですね。もちろんです。我が公爵家が妻家の誠意を見て、承諾しないわけがありません。よし、約束だ。魚がかかった。お母様、5000両もの銀ですよ。私たちにそんな大金が用意できるでしょうか？用意できなくても用意しなければ、もし公爵家に嫁げなければ、あなたの一生は、名声がすべて台無しですよ。世間は、あなたが姉の婚約者を誘惑したと。もてあそばれたのに高嶺の花に届かず、盗みを働いて損をするだけだと。それは困ります。お母様、どうか私を助けてください。すべてナンシのせいです。あの時公爵家に大口を叩いて、公爵夫人の欲を大きくしてしまった。あの際文楽の亡き母は、何か残していないのでしょうか。ナンシが妻家に嫁いだ時、確かに持参金はかなり豊かでした。当時は誰もが、あなたの父が公判儀したと言っていました。でも数年も経たないうちに、あの持参金はすべて消えてしまった。彼女は外の人に、それらはきちんと処分した後で、妻門楽に残すと話していました。しかし、これだけ長い年月が過ぎても、誰もあの財産の行方を知りません。この親子は本当にずる賢い。何か良いものがあれば全て隠し持っている。そうでなければ私たちも、機会を見て自分のものにできたはず。後で私と蔵へ行きなさい。高く売れるものを探して。今は5000両を揃えることが一番大事なことです。はい。お二人様。番頭さん、ちょっと見ていただけますか？これらのものがいくらになるか。はい。この扇子は前兆のもので、50両の価値があります。ではこの玉ねぎは？これは養子玉ですが、質は普通で30両ほどです。では、この箱の宝石も見ていただけますか？これらの宝石を合わせて100両ほど出せます。全部合わせて180両です。お母様、私たちがあちこちひっくり返して、こんなに長い間探して、やっとこれだけ見つけ出したのに、200両にも満たないなんて、このままでは、あの5000両を揃えられるでしょうか？お二人様、これは、もう一度資金を調達された方が、私が見間違えなければ、お二人は、妻家のご婦人方でしょうか？そうですが、何か？もし、お急ぎで資金を調達なさっているのであれば、私、一つ提案があります。ただ、妻家が手放すことをお許しになるかどうか。どういう意味ですか？妻家には、松柏が数珠という一幅の絵があると聞いています。その上にはお筆の題字もあり、巷では多くの高官貴族が、この絵の真筆を買いたがる人がいる。それはお玉の品、勝手に売買できるものではない。奥様、ご存知ないでしょうが、お玉の品でも、民間で流通しているものは少なくありません。希少で手に入りにくいものほど、人は、大金を惜しまないのです。では、あの松柏が数珠を売りに出したら、いくらで売れますか？およそ5000両でしょう。母上、あの絵が売れるなら、私たちは、宮中に知られたら、命の危険があります。陛下は多忙で、そんな些細なことまでご存じない。
それに、買い手も大々的にやるわけにはいきません。あくまで私的な収蔵、鑑賞用です。子孫に伝え、100年後には誰も知る由もない。その書画はどの家に伝わるのか。そうですよ、母上。もう少し考えさせて、数日待って返事を。かしこまりました。お待ちしております。殿下、蔡さん、奥様、心が動いたようです。よくやった。ことがなったら、必ず褒美をやろう。殿下のお役に立てて光栄です。下がれ。はい。あら、君は南方育ちなのに。この母子がよくこの質屋に来ることを知っていたとは、大したものだ。彼を知り己を知れば、百戦危うからず。では、君の警母と妹が、危険を冒してお玉の品を質入れするか、当ててみろ。彼らならきっと、やるでしょう。母上。まだ迷ってるの？店主の言う通りよ。この絵は5000両で売れる。この銀さえあれば、私は木沢陽と結婚できる。あの絵は、工場が祖母に賜った画術で、上には、工場直筆の記号がある。もし知られたら、取り返しのつかないことに。あの絵は倉庫にどれだけ眠ってるの？誰も、気にしていない。店主も言ってたじゃない。買い手は口を固く閉ざし、決して漏らさないと。この銀は、ただでもらうようなものよ。これまでずっと私が内務を執り行ってきた。祖母に知られたら、きっと、許してはくれない。はあ。私たちも前に、お祖母様の嫁入り道具を売ったことがあるでしょう。彼女は一度も気づかなかった。今回も、きっと気づかない。母上。もし本当に心配なら、誰かに頼んで。そっくりに模写してもらうのはどう？お祖母様は自宅に。詳しくないから。何の異変にも気づかないだろう。それはいい考えだね。CER。成長したね。殿下、蔡家の令状、先ほど柳氏がこそこそと。何かを持って出てきました。下々がずっと尾行し。彼女が非常に目立たない自覚屋に入るのを発見しました。もしかして、彼女は偽物の絵を描いてもらおうとしているのでは？お察しの通りです。下々が屋根に飛び乗り、瓦をめくって盗み聞きしました。柳氏はその店に、原画と全く同じに、印象も同じに描くよう頼み、一目で真偽がわからないようにさせたそうです。彼女もそれほど愚かではないな。偽物を使ってごまかそうとするとは。老婦人が見たいと思っても違いを見分けられないだろう。皇帝から賜ったものにまで偽物を作るとは、命が長すぎると思っているのか。その後、彼女は絵を持って店主のところへ行き、最初は、その絵で店主を騙そうとしたが。よくそんなことを考えたものだ。店主はこの仕事を数十年もやっている。もし本物と偽物の区別もつかないなら、それは本当に無駄な人生だったということだ。そうだね。店主はすぐにその絵は偽物だと言い、柳氏に返すよう言った。柳氏は慌てて、それは、自分が不注意で間違えて持ってきたのだと言い、本当のものを取り出して、質に入れた。銀は彼女に渡したが、表向きの証文は残した。本来は残していたが、柳氏は後ろめたい気持ちから、特に店主に証文を残さないよう念を押した。証文がなければ、記録もない。彼女は後で泣き寝入りするのを待つしかない。残響、この5000両はあなたに借りたことにして、後で、彼女らに元本と利息を全部返させて、すべてあなたに返すから。心配しないで、この絵はもう、とある。大馬鹿が買ってくれることになった。大馬鹿。三兄、これは本当に父上が数年前に民間に残した。あの絵なの？でも私が覚えている限り、父上はあの絵には、白鶴と随雲が描かれていると言っていた。でもこれは小白図だよ。六帝、この印象を見て、父上の印象じゃないか。
確かに、父上の死因に間違いない。そして、この状の筆跡を見て。父上の心筆じゃないか。それは間違いない。六弟。先日、イコーローで酔っ払って酒壺を抱きながら、階段で号泣して多くの人に見られたそうだな。玄関たちが一斉に君を弾劾し、宝刀を非難した。父上も君を叱責した。これは事実か？良いことは広まらず、悪いことは千里を走るとはこのことだ。父上の誕生日が近い。もしこの絵を買い戻して、父上に献上したら、父上がかつて失った墨宝だと言えばいい。君が見つけたと。父上が喜べば、もう叱責することはないだろう。ああ、三兄、この手は本当に効くのか？もちろん、私は君の三兄だ。嘘をつくわけがないだろう。よし、信じる。じゃあこの絵を売ってくれ。いくらだ？君に売るか。6000両。そんなに高いのか？君が弟だからこそ、安く売ってやるんだ。私は、8000両で買ったんだ。考えてみろ、この絵を。皇帝に献上したら、皇帝が気まぐれに宝物を貸しするかもしれない。それこそ計り知れない価値がある。もっともだ。三兄、やはり君が一番親切だ。8000両で買ったものを6000両で売ってくれるなんて。君は一生のいい兄貴だ。いい弟よ。皇帝陛下、六王子がご拝謁を願っています。まだ顔を出せるのか？先日イコーローで醜態を晒したのに、陳まで顔が立たない。追い返せ。陳は会いたくない。皇帝陛下、六王子が申しております。外で大金をかけて、陛下が、大しなくしになった墨宝を見つけたと。本日、その墨宝を持参し、お詫びに参りましたと。墨宝？まさか陳が最も愛したあの白鶴図では。おそらくそうでしょう。どうせ。はい。六王子、ご拝謁を許す。陳、父上に拝謁いたします。おきよ。まもなく父上のご誕生日です。陳は存じております。父上がお気に入りの墨宝を失われ、心残りに思われていることを。陳は人を使わし、全国各地をくまなく探させました。天は見捨てず、ついに陳が見つけました。絵は？陳に見せよ。この絵はどこから手に入れた？陳が大金を払って、買い求めました。いくらかかった？それは、6000両です。まさか。陳のこの絵がそんな大金の価値があるとは。これは皇帝直筆のお筆で、天下にこれを持つ資格のあるものはごくわずかです。たとえ万金を出しても、それだけの価値はあります。よし、絵をしまっておけ。まずは退いてくれ。では、父上、この誕生祝いの品はお気に召しましたか？陳の見るところでは、お前の俸禄はまだ多すぎる。命じる、即日より、六王子の俸禄を半減とする。さらに、用事がなければ勝手に屋敷を出てはならぬ。父上、なぜですか、父上。何が悪かったのですか？退け。六王子殿下、どうぞ。この絵の由来を覚えているか？覚えております。この絵は、かつて西老夫人が60の大蔵を迎えられたとき、宰相が彼女のために命を求めた際、陛下は宰相の苦労を思いやられ、わざわざ直筆で大事を賜り、西老夫人に下賜された。誕生日の贈り物でした。その通りだ。宰相を宮中に召せ。陳はこの目で、彼がどう弁明するか見てやろう。承知いたしました。皇夫人、お座りください。美しい。CER の嫁入り道具は、すでに全て準備が整っております。婚礼の日取りは、できるだけ早く決めるべきでは？数日前はまだ不適切とお考えでしたが、こんなに早く。良い知らせとは。柳夫人、まさか私をからかっているのでは？宰相は、さすがは百貫の筆頭。才賀は家も大きく事業も大きく、財力はさすがに豊かですね。私は旦那様に3人の子を産み、手柄はなくとも。苦労はしてきました。CER の2人の弟は、普段は、皆書院で学んでおります。彼女は私の唯一の娘ですから、当然、彼女の結婚は、
顔取り自粛させたいと思っています。柳夫人ご安心ください。妻家の二娘と私の息子は在職兼備で、とてもお似合いです。すぐに仲人を探し、早々にご挨拶に上がり、結納を収め、良縁吉日を定め、二人ができるだけ早く、婚礼を挙げられるようにいたします。それは大変結構です。よくも私にそんな無礼ができる。夫人、こうしてみると。やはり妻家の二娘の方が礼儀をわきまえていますね。そうでしょう。我が校歌のような高嶺の花に誰でも手が届くわけではありません。今、彼女が婚約を破棄したのは、後悔する日が後からやってくるだけです。行きましょう。お嬢様。陛下がお伝えするよう言いつけられました。陛下がすでに妻女を宮中にお召しになりました。今夜は、妻家は賑やかになりそうです。センス。上昇殿、ご謁見。老人、宰相、陛下に拝謁いたします。立て。陛下に感謝いたします。陛下が老人をお召しになったのは、何のご用件でしょうか。宰相。かつてあなたの母上が60の大蔵を迎えられた時を覚えておられるか。陳が自ら描き、彼女に賜ったあの松柏が数珠。陳、もちろん覚えております。陛下直々のお筆を賜り、この上ない光栄でございます。あの絵は、我が妻家の家宝でございます。あの絵は、まだお宅にございますか。もちろんございます。明日、あの絵を持って参れ。陳が見たい。かしこまりました。妙だな、あの絵は陛下がもうとっくに。妻家に可視されて久しいのに、どうして急にご覧になりたいと。まさか、何か私の知らないことが起こったのか。陳、これにて失礼いたします。父上、お帰りなさいました。ちょうどよかった。今日、聖苑公夫人がお越しになり、柳氏と縁談の話がまとまりました。もうすぐ、公府から媒酌人が下校し、婚約の日取りを決めるそうです。これはめでたいことだ。妹よ、良縁おめでとう。姉様の後押しのおかげです。私が正式妃になったら、姉様が何か困ったことがあれば、妹としてきっと力になりますから。姉妹仲良くするのが一番だ。結婚の話は後でいい。母上、あの時、母上が命を賜った折、陛下が可視されたあの松柏が数珠、どちらに安置なさっておられますか。どうして慌てているの？あ、いいから、そこに置いて動かないで。下人に片付けさせるから。はい。柳氏、あの時、陛下から賜った画数珠は、ずっと蔵にしまってあるか。ええ、ずっと大切にしまってあります。殿、今日はなぜ急にあの絵のことを。後で探し出してくれ。用がある。くれぐれも、よく調べて、傷や汚れがないように。何もかも完璧でなければならない。かしこまりました。母さん、この絵、何年も誰も気にしなかったのに。どうして今になって父上が急に取り出そうとするの？知るものか。お前が変なことばかり言うから。あの時も言っただろう、あんな危険な悪事は。やるべきじゃないと。お前は大丈夫、誰にもわからないって。ほら。さあ、どうする？母さん、落ち着いて。もしかしたら、父上の同僚か、友人が、この絵を鑑賞したいと言い出し、父上も断りきれずに承諾しただけかも。この中で何人が見分けられるだろうか。これは陛下の直筆かどうか。
私に言わせれば、本物も偽物も。大差ないのでは？簡単に言うな。もし本当に違いがないなら、前に質屋に持って行った時、あの店主は、どうして一目で偽物だと分かったのか。それでは、たとえ絵に問題があると見破られても、彼らは人前で暴露したりしないだろう。父は最小だ。彼らはおべっかを使うのが精一杯で、どうして人前でこの絵が偽物だと言えるだろう。しかもこの本物の絵は、彩花では周知の事実だ。誰も余計なことは言わないだろう。ああ、そうであればいいが、私の心臓はドキドキして落ち着かない。このことが一旦露見すれば、私たちは完全に終わりだ。父がその絵を求めているのは何のためですか？ああ。陛下が突然興味を持たれ、宮中に持ち帰ってご覧になりたいと。陛下がご覧になるのですか？もしかして、貸品を取り上げようと？もしかして、あなたが朝廷で何か禁忌に触れたのか？いや、どうして。息子の行動は常に細心の注意を払っており、母上、ご存知の通りです。心配なさらないで。おそらく、陛下が近々また絵を描かれるので、昔の墨跡を参考にしたいのだろう。心配しないで。それならよかった。絵を持ってきた。私に渡しなさい。ぐずぐずするな。旦那様。この絵に何か問題でも？確認しましたが、汚れや損傷は一切ありません。問題ありません。ふふ、それならよかった。柳夫人の舵さばきは常に周到で、当然問題などあるはずがない。明日、陛下が我が彩花の、この絵をこれほど完璧に保管している様子をご覧になれば、きっとお喜びになるだろう。陛下、柳よ。お前は今や一家の主母だ。もっと端正に振る舞うべきだ。いつも慌てふためいては、体裁が悪い。旦那様、この絵を陛下にお渡しになるのですか？ああ、もちろん陛下がご覧になりたいと。でなければ、なぜ急いで探し出すように言ったと思う。終わった、終わった。ああ、母上、柳、どうしたのだ？何が終わった？はっきり説明しなさい。母上が尋ねておられる。早く答えよ。いえ、一体どうしたというのだ。私が。まさか。絵に何か問題があるのか。早く言え。みんな口を閉ざしているのか。父上、この絵は偽物です。これは皇帝陛下の寝室ではありません。なんだと。この絵は偽物だ。本当？では本物はどこへ？ああ。早く言え。今はいつだと思っている？ぐずぐずするな。皇帝陛下から賜った寝室は一体どこへ行った？本物は質屋に売られました。何？お前。何？お前。質屋。皇帝陛下から賜った絵を質に入れるとは。柳氏。よくもそんなことを。気は確かか？ご主人様、母上。わざとしたわけじゃありません。清東公家が、CER を嫁がせたいなら、5000両の持参金を用意しろというのです。でもそんな大金、どうしても揃えられなくて。CER を嫁がせるために、私は。ああ、母上。このバカ者。あれは皇帝陛下の賜り物だ。よくも売り飛ばしたな。ああ。もし皇帝陛下がお咎めになったら、それは花断絶、一族滅亡の題材だぞ。我が彩花一族を滅ぼすつもりか。私がこんなことをしたのも CER のためです。この絵は蔵に何年も眠ったまま、誰も気に留めませんでした。まさか皇帝陛下が急にご覧になりたいと思われるとは。しまった。もしかして絵を売ったことが皇帝陛下に知れたのか。だから陛下がお咎めになったのだ。どうしよう。そんなはずはない。
この件は極秘に言った。質屋の者も約束した。絶対に外には漏らさないと。急げ。今すぐ質屋へ行き、絵を買い戻せ。もし誰かが買い取っていたら、それで終わりだ。はい。すぐに銀札を持って絵を買い戻します。待て。ヒグエンドをまた何をするつもりだ？柳夫人が質屋へ行くなら、5000両だけでは足りないだろう。どういう意味だ？質に入れたことがないのか？質草は、買い戻すには上乗せが必要だ。元値で買い戻したいなら、店に聞いてみろ。承諾するかどうかと。ご主人様、私。ああ。公金から家にある現金を全部持って行きなさい。もし足りなければ、家屋敷の権利書も持って行け。どんな犠牲を払っても、お菓子の絵を買い戻すんだ。さあ、行きなさい。あ、待って。くれぐれも内密に進めるんだ。騒ぎ立てるな。絶対に情報を漏らすな。わかったか？はい。承知しました。早く行け。あらら。ああ、お母様。大丈夫ですか？番頭さん、この前売った絵がありますね。それを買い戻します。早く。奥様、あの絵はもう質入れされたんじゃ。もうお客様が予約されています。これからすぐにお届けするところですので、今は。申し訳ありませんが、絵をお返しできません。ダメです。人には渡せません。これは5000両、1000も足りません。早く絵を返して。母、奥様、商売をしておりますので。やはり儲けが第一です。あのお客様が出されたのは、この5000両よりはるかに多い額です。無礼者。主人は最小です。災禍に逆らって。いい思いはさせませんよ。あ、奥様、ご存知ないでしょうが。あのお方も権力者でして、小僧は逆らえません。何？まさか祭家より格上げの家柄か？では、いくら出された？同じ額を出します。と、相手は1万両を出されました。何？でたらめだ。目を釣り上げて。いえいえ、奥様、とんでもない。最小夫人に、そんなことできません。本当に1万両です。お疑いなら、後日絵を売って、銀札をお見せします。ここに何枚か土地と家屋の権利書があります。どれも良い場所です。絵を返してくれれば、これらも全部差し上げます。わかりました。奥様のためなら、あのお客様に逆らいます。少々お待ちください。すぐに絵を持ってきます。へへへ。奥様、どうぞご覧ください。そうだ、くれぐれも、このことは天知る地知る、あなたと私だけ。もし漏れたら、ただでは済まさない。ご安心ください、奥様。お気をつけて。殿下、災禍のものはすべてここにございます。殿下のおっしゃる通り、災禍はあの絵を取り戻すため、手段を選ばずに動いております。よくやった。災禍は基盤が浅く、これらは、災禍の根幹を揺るがすもの。しかし我々は、偽物の書画を渡してしまった。災禍が、黙って引き下がるとは思えません。心配するな。最初は身の保全も難しい。柳氏は自ら死を招いている。誰もお前に手を出せぬ。はい、殿下。これらは柳氏が絵を買い戻すため質屋に渡したものです。そうだ、今はすべてお前のものだ。これはどうも。遠慮するなら戻そうか。
待って待って。いります。儲け話は断れません。三強。先に戻ります。三強。禁酒。調べさせた件はどうなった？お嬢様のご指示通り、あちこちで、路地裏の小敷に書き込み、戦企画の、表情での拠点が分かりました。戦企画は、何でも知り何でもできると噂ですが、依頼には、十分な報酬が必要です。ここに5000両、すべて戦企画へ。1ヶ月以内に、名医の行方を探し出させよ。毒を解ける者は、当年毒を持ったものだと疑っている。産経が中毒したのは12歳の時。当時の宮中医師の嫌疑が濃い。引退した者、罷免された者はおらず。今どこにいるか。この5000両で、戦企画から答えを得られるだろう。はい、殿下のためなら1000金も惜しみません。殿下がご存知ならば。彼の命は私にとって1000金にも代え難い。毒が解け、仇を撃った後、共に連理の枝を結び、白髪まで添い遂げます。陛下、当年再家に下賜された松柏が数珠はこちらに。ご覧ください。開けよ。最初、陳が老眼だとでも、自分の絵がわからぬとでも思うのか。陛下、どういうおつもりですか？老臣愚鈍、ご命じを。下賜した墨法を、才下は密かに売りさばき。偽物で陳を欺こうとした。最初、陳は、失望した。陛下、老臣恐れ多い。この数年、我が才下はこの絵を大切に保管し、妻が管理しております。ええ。きっと家臣の家に内通者が現れ、すり替えを言ったのでしょうが、私は本当に知りませんでした。出て行け。しっかりと妻に尋ねなさい。どうやって家を治めているのか。小さな家も治められないのに、どうして天下を治められるのか。あ、小さな才下さえうまく治められないのに、陳から見れば、そちの上昇の座は、もうすぐ終わりだ。陛下、お許しください。すぐに戻り、真相を徹底的に調べ、必ず陛下にご報告いたします。出て行け。はい。どうだった？陛下は何もおっしゃらなかっただろう。ああ。女は、まさに災いの星だ。我が才野を滅ぼすつもりか。ああ。5000両、それに多くの家屋や田畑まで。それで手に入れたのは、やはり偽物の絵だった。これはありえない。本物は陛下のお手元に。陛下が今日私に問われた。小さな屋敷さえしっかり管理できないものが、どうして百貫を統率する資格があるのか。これらすべては、お前のおかげだ。もしナンシがいたら、彼女の才能と教養があれば、どうして、こんな馬鹿げたことをするはずがない。ああ。彼女が突然急死し、3日後に魂を封じる陣をかけられたのは、きっとお前の仕業だ。いいえ、私ではありません。者ども、家宝を執行せよ。容赦なく撃て。彼女が認めるまで撃て。いや、やめて、旦那様。やめて。旦那様。
私は間違っていました。母上。お祖母様。父上。あら、お前の言う通りだ。きっとこの女がお前の母を害したのだ。今日から、お前が嫁ぐまで、家を治めるのはお前だ。もう二度と彼女に再家を害させてはならない。父上は助動詞の言葉を覚えていらっしゃいますか？同志は何と言った？母を殺した真犯人を指導でひざまずかせ。49日間満たさなければ、怨念は消えず、家は滅びる。この柳女は1日、2日ひざまずいただけで、いい加減に済ませた。これから先の災禍には、まだ大きな災いが待っている。そんなことがあったのか。急いで戻れ。この毒婦を指導に連行し、頭を地面にすりつけさせて懺悔させよ。いや、やめて。禁酒。はい、私でございます。連れて行け。はい。蔡文楽、何をするつもりだ？蔡文楽、母を離しなさい。私の母は名門の生まれで教養も深く、慈悲深い人でした。あなたが現れて父の愛情をすべて奪っても、決して憎むことなく、むしろ温かく受け入れてくれた。しかしあなたは、手下と共謀し、母が子宝に恵まれず、正妻の座にふさわしくないと噂を流し、母をうつうつとさせ、病の床につかせた。さらに医者と結託し、母の薬に毎日毒を盛り、母の体を蝕み、殺害した。それだけでは飽き足らず、母の娘である私に、災いの星のレッテルを貼り、屋敷から追放した。その後、あなたは自分の娘と共謀し、母の娘、私を虐げ、死に追いやった。彼女たちの全てを奪った。そんなことしていません。柳よ、お前の罪状は数えきれない。今日、我、蔡文楽が天に代わって、お前の命をもって、母の、御霊を慰める。母上、見ていてくださいましたか？娘が仇を討ちました。母上。蔡文楽。よくも人を殺すような真似を。お前はろくな死に方はしない。そう？安心しろ。たとえ死ぬとしても、お前より先に行くさ。さて、次はお前の母、その次は誰だと思う？お前は狂っている。狂わなければ生き残れない。道理や正義より先に来るのは、仇敵の血だ。柳の死はもう発せず、葬儀も行わない。外には、罪を恐れて自害したと伝えよ。そうすれば、朝廷にも説明がつき、再び罪を問われることもない。はい。神事と清東効果との縁談は、あなたが直接出向いて、手段を選ばず、必ず決めてきなさい。実母がこのような醜聞を起こした以上、効果に嫁がなければ、他に縁談など望めない。婚礼は簡素に。喪中など気にせず、できるだけ早く。母上の仰せのままに。荒く、お前の母が臨終の際、
持参金を残したのは知っている。祖母としてはその半分を、妹の持参金として分けてほしい。何とおっしゃいますか？屋敷はあの絵のため、多くの土地や財産を失った。お前にはまだ2人の弟がいる。将来、結婚志向をなすのだ。災禍の家業は彼らに残すべきだ。これ以上手を出してはならない。もし、キシンイヤールが財産を持たずに公爵家へ行ったら、彼女は身を立てられないだろう。お前が彼女たち親子を恨んでいるのは知っている。しかし柳氏は本来死ぬべきではなかった。それなのにお前は彼女を殺した。情けでも理屈でも CER にはいくらかの保証をすべきだ。彼女たち親子も哀れな者たちだ。彼女たちが哀れなら私の母は哀れではないのか？柳氏が死ぬべきでなかったというのか？私の母は死ぬべきだったというのか？お祖母様。もうお年を召してぼんやりなさったようですね。無礼者。あなた。お祖母様はここで私を責めるよりよく考えてみてはどうですか？どうやって清東公爵家に引き陣 ER を迎え入れることを同意させるかです。これほどの良縁です。どうか逃さないように。何をそんなにぼんやり考えているの？三卿。君にだ。この味、私が南方で食べたのと同じだ。とにも、似たような店があるの？私が専用の人を南方に派遣して買い付けたんだ。こんなに手間をかけて私のことが好きじゃないというの？この一包みの飴のために、大騒ぎするなんて明らかに私のことが大好きなんだ。考えすぎだよ。私が好きで、買いすぎて無駄になるのが嫌だっただけさ。そうか。私が勝手に思い込んでいただけか。そういえば、リミューゼと君の妹の縁談は、ほぼ決まったようだ。どういうこと？リミューゼの諸弟が人と喧嘩して、相手を刺し殺したんだ。事件は大阪でに握られている。君の父親はこれで、清東公爵家に圧力をかけている。もし両家が縁組すれば、事件は取り下げるという条件だ。清東公爵家は承諾した。二人の縁談は、来月の8日に決まった。死んだのはどんな人だ？アオスから都に来て、学問をしていた書生だ。家は貧しく、普段は書画を売って生計を立てていた。権力者と名門がグルになって指一本動かすだけで、一人の普通の人の一生を簡単に踏み潰せる。彼らに天理はあるのか？エイルを、君の仇には、君の父親も含まれるのか？私が話したあの夢を覚えているか？もちろん。夢の中で私は公爵家に虐げられ行き場を失った時、災禍にも助けを求めたことがあった。父親に顔を立ててもらい、離縁を手助けしてほしいと。それで。しかし彼は断った。岸をは言った。夫は甘なり。天は逃れられず、夫は離れられぬと。彼は私が道に背き家紋を汚すと非難し、従順になるよう求め、自ら私を公爵家へ送り返し、厳重な監視を命じた。だから死ぬまで公爵家から逃げ出せなかった。三卿。彼を恨まずにはいられない。彼もまた私を殺した張本人だ。我が朝の立法では、子が父を殺せば残刑。だから殺さない。だが天の道理は明らかだと信じている。報いは必ず訪れる際へと清東公爵家が縁組する。姉として、妻心時に嫁入り道具はあげられないが、元井名付けの李母宅に大礼を送りたい。贈り物。彼にそんな資格あるか？まだ何も言ってないのに、焼き餅焼いてるの？焼き餅なんて焼いてない。頭がおかしくなったかと心配して。とんでもないことするんじゃないかと。例えば、彼に、子孫を絶やさせたい。何を言ってるんだ？リボ沢は公爵家の正子で、清東公爵家。唯一の嫡子だ子孫がいれば、爵位は継承できる。だが、皇位にいながら民を虐げ、地位にふさわしくない。だからこそ子孫を絶やし、清東公爵家を、不安定な状態に追い込みたい。早く言ってくれよ。三慶の配下は皆武芸に長けているこの贈り物。届けてもらえるだろう？任せとけ。
祭お嬢様、いらっしゃいますか？変だな祭文楽から来いと言われたのに。姿が見えない祭お嬢様。恥ずかしくて会えないのか？それとも、私と妹の間に誤解があると思って、会ってくれないのか？気が変わったなら、家に説明して、サイココロジではなく、あなたをめとろう。どうだ？この野郎。うちの主の女を奪おうとは、ご褒美だ。何者だ？話せ。先生、痛みがひどい何か処方は？痛みは和らげられるが、一つ。聖子様にお伝えせねば早く言え。聖子様、今後男としての機能が失われ、子孫は。望めません。何を言ってる。そんなはずがない。きっとこの用意の誤信だ。私の言うことはすべて真実でございます。たとえオーラ神仙が降臨されようとも、聖子様の病は治せませぬ。聖子様が後継ぎをお望みならば、王家から養子を迎えるしか。出て行け。この無能な医者め、出て行け。気をつけて。運ぶときは十分に注意して。傷つけないように。いってらっしゃい。妹よ、嫁入り道具の準備中か。聞くところでは、祖母様は当初、持参金の中から少し分け与えようとされていたが、確認してみると、柳氏が、多くの品々を横領、売却していたことが判明した。祖母様は激怒され、蔵の鍵をすべて取り替え、もうあなたに貴重品は一切お渡しにならないと。私の見たところ、あなたのこの箱、雑多なものを合わせても、大した価値はないだろう。ヒルエンドを何を得意げにしているの？私の持参金が少なくとも、私の将来の夫は、清東効果の聖子様。私が聖子夫人になり、子を授かれば、爵位を継ぎ、栄華を極める。あなたはね、永遠に私の足元にも及ばないわ。おめでとう。では、楽しみに待たせてもらうわ。頭がおかしい。筆記心にある清東効果が、どんな良い場所だと思っているの？欲深くて意地悪な姑。無能な夫、それに、公職で高等無形な異母弟。あなたの幸せな日々は終わりよ。子様、嫁は今日嫁いだばかりです。効果が婚礼を挙げないのはともかく。どうして嫁を手打ちに？よく言えますね。縁談の折、あなたの母上が口約束で、5000両の持参金を用意すると。その持参金は？あなたが持ってきたのは一体何なの？ガラクタ一箱で。聖子夫人の座を手に入れようとは。彩花もよく考えたものね。以前、子様が必要に、5000両を要求しなければ、母は過ちを犯すこともなく、悲惨な死を遂げることもなかった。今や金も任も失った。今更そんなことを言って何になる？同じ妻打ちの娘なのに。姉は富に恵まれ、あなたはこれほどみすぼらしい。やはり、違う腹の子は違うものね。名門の両家の子女は、色っぽく媚びを売る娼服の子と比べられるものか。子様、どうして母のことをそんな風に。あなた、口を慎みなさい。嫁いだ初日から、姑にこんな口の利き方をするとは。礼儀作法がわからないのなら、私が、家の者にしっかりと教えさせよう。何が礼儀かをな。ここで見ていなさい。私の許可がない限り、立ち上がってはならぬ。はい。正座しなさい。今朝、私もリボ沢に大物を送りました。また何を送ったの？彼が子孫を絶つという噂を彼の所定に漏らしました。これで兄弟仲を裂こうというわけか。我が朝の爵位継承制度は厳格で、嫡子に直系の子孫がいなければ、爵位を継ぐ先天的条件を失い、
家の諸子が、商用の順序に従って継承できる。公爵夫人には、リポサは一人しか子がいない。もし後継ぎがいないと確定すれば、爵位継承の資格を失う。普段からリポサワは、諸帝との関係が良くない。今回は、諸帝が嫡出の兄の頭上に立つ資格を得た。彼が見過ごすはずがない。三強、まさか君が黒心ごま団子だったとは。ずる賢い。これは、種に交われば赤くなるというやつだ。君に悪影響を受けたんだ。君の夢の中で、彼らがそんなに軍をいじめるなら、私がどうして、簡単に彼らを見逃せるものか。結婚式の当日、私を2時間も正座させた。この清党公府は、本当にひどすぎる。ご主人様。やっとお帰りになりましたね。神事はずっとお待ちしておりました。お話しします。今日、お様が使用人の前で、私を困らせ、平手打ちまでなさいました。本当にひどいです。母が君を叱るのは当然のこと。不満なら、自分から離縁を申し出て、妻家に戻ればいい。私、そんな意味じゃありません。これからは言いませんから。ご主人様。今日は私たちの新婚の夜です。お着物をお脱がせしましょう。ゆっくり復習しましょう。いい加減にしろ。何が新婚の初夜だ。そんな気分じゃない。長兄、理髪名。ここで何をしている？長兄、こんにちは。兄嫁とのおめでたい日だ。中に入って兄嫁と寝ないで。出かけるつもりか。私が何をするか。諸子の君が口を挟むことではない。ここは私の庭だ。それなのに君はここで、盗み聞きしている。礼儀を知らないのか。長兄、以前から誰かが私に言っていました。君はダメだと。それはまだ確信できなかったが、今見ると、あの人は私を騙していなかったようだ。なんて言った。長兄、認めなさい。君は誰かに殴られて壊されて、もう甲府に、子孫を残せないんだ。こんなに美しい兄嫁を一人ぼっちで寝かせておくより、私に譲ってくれたらどうだ。ねえ、父上と皇帝陛下がもし、あなたがもう子孫を絶やしたことは知っている。清党公府の生死の座は、あなたに務まるものではない。何をデタラメに言っている。俺は立派にやれる。絶対に子孫を絶やすことなどない。兄貴、子孫というものはごまかせない。1年や2年なら、まだ言い訳や隠し通せるかもしれないが、3年、5年となれば、隠し通せるものではない。俺がお前なら、早々にその座を譲るよ。トイレを占領してうんこもしないような真似はやめろ。出て行け。これ以上でタラメを言おうものなら、お前の舌を切り裂いてやる。ああ。ご主人様、あの理想名の言ったことは、本当です。黙れ。この件は第三者に知られてはならない。特に父上と母上には。でも今日、姑様に叱責されました。早くあなたに子孫を授かるようにと。できれば、さらに何人か男子を産むのが良いと。もし私がなかなか妊娠できなければ、きっと罰せられます。理想名の言った一言は間違っていない。もし3、5年かかってようやく子供を授かるのなら、ことは隠し通せない。サイココロジが早く妊娠するしか。世間の口を封じる方法はない。ご主人様、どうしてそんな風に私を見つめるのですか？ああ。聖子様。今日からお前は3日に一度若夫人と寝室を共にせよ。彼女が妊娠するまでだ。そんなことできません。あの下人がどうして私に手を出せるのですか？母上の気性はご存知でしょう。もし彼女が怒れば、あなたを責めるか、私を責めるか、わかりません。よし、信じ。お前が素直に言うことを聞けば、お前はこれまで通り、立派に若夫人を務められる。そうすれば、お前にとっても、私にとっても、良いことだ。お祖母様。父上。どうしてあなた一人なのか。今日は里帰りの日のはずなのに、どうして。聖子様は一緒に帰ってこられないのか。ご主人様は別の重要な用事があり、手が離せないのです。座れ。
甲府に嫁いで、すべては順調か？はい、孫娘はとても元気です。お祖母様、ご存知ないでしょうが、姑様は私にとても満足しておられます。ご主人様はさらに、私に細やかな気配りをしてくださり、おっしゃいました。今後は側室をめとるつもりはないと。これからは、私一人だけが正室の夫人なのですよ。あら、正子様がそんなに深い愛情をお持ちだとは、本当に意外ですね。そうですね。お祖母様、ご存知の通り、私は小さい頃から、幸運に恵まれた人間です。ある人とは違って、災いの星みたいな。どこへ行っても不運を引き寄せるような人じゃありません。ですから、正子様と仲良くして、一日も早く子を授かり、彼の思いに依頼なさい。子供がいれば、公爵家でも立場が安定するでしょう。お祖母様、ご安心ください。孫は必ず早く妊娠します。今朝も、姑様がわざわざ人を使わして、滋養競争のスープを届けてくださり、体を大切にするようにと。それはよかった。では妹さん、しっかり需要をつけて。公爵夫人のご好意を無駄にしないでね。姑様。なかなか気難しい方のように見えますが。妊娠が遅れると、きっと難題をふっかけてくるでしょう。ご心配なく。私、もうすぐ良い知らせがありますから。私の息子は、将来爵位を継ぐのです。よし。西国寺がそんな体験総合するとは、何か後ろ盾があるのか。この件、きっと裏がある。入ってよし。三強。清東公爵家の件、すでに人をやって調べさせました。どうだった？さあ、何が分かったか話してくれ。はい。西お嬢様について、昨日配下を連れて公爵家を野放したところ、リボ沢の屋敷では、夜になると、下人の思考を許さず、小姓一人だけを側に置いていることが分かりました。西国寺は女性ですから、身の回りは、次女が世話をするべきです。小姓だけでは、何かと不便でしょう。はい、私も不審に思い、しばらく様子を見ていました。すると、信じがたい光景を目にしたのです。早く話してくれ。就寝の時、小姓が、西国寺の寝房に入っていったのですが、正子の美女沢は隣の部屋に入っていきました。つまり、西国寺と床を共にしたのは、リボ沢ではない。リボ沢の側にいる小姓だというのか。はい。リボ沢は彼らの行為を黙認し、自ら場所を空けている。黙認ではなく、むしろ主導しているのでしょう。西国寺が妊娠すれば、彼の不能なことが外に漏れる心配がなくなるからです。でたらめだと思うでしょう、たとえこの子が。彼の血筋でなくても、公爵家の着尊の身分を占めている。爵位継承は、手の所定には回ってこない。あるいは他の合計の兄弟や甥たちにも。ことがなった御下僕を殺せばこの件は、完璧に隠し通せる。さすが喫起心 ER こんな強盗無形なやり方でも、承諾するとは、正子と正子夫人の身分を守るために、この還付インプは手段を選ばない。また何か悪巧みをしているの。私のような正義感あふれる善人がどうして、悪意を持って血筋を混ぜようとするものを見てみぬふりが、できるものか公爵家の血筋は重大な問題。もちろん公爵夫人にしっかり注意しておく必要がある。ご老体妻家の長女がお目通りしたいと申しております。妻家の長女貴グエンローが。こんな時間に何の用だろう。入らせなさい。公爵夫人。妻の長女がこんな夜遅くにご来訪とは、一体どのようなご用件でしょうか。実は本日あることを知りまして。心が落ち着かず言わずにはいられません。何事です。公爵夫人周囲の者たちはお引き取り願った方が。さもないとこの件が外部に漏れれば公爵家に不利です。まさかあなたが話すことが我が公爵家に関わることか。はい。私のそばの次女はみんな腹心の者ばかり遠慮なく話しなさい。ではお話ししますが、公爵夫人どうかしっかりお座りください。驚かないでください。私は公爵家を長年取り仕切ってきたどんな大変なことも経験済み。些細なことくらいで動揺するものか。妹が里帰りしたばかりで、彼女が次女とこっそり話すのをこの耳で聞きました。正子は見かけ倒しで全く好きになれないと。むしろ正子の側にいるあの下僕がたくましくて、
気に入っているようで二人は、すでに密通している。全くのデタラメ二人は結婚したばかり。蜜月の最中だ。どうして下僕などに目を向けるものか。私も信じられません。しかし彼女はあの手この手で、あの下僕を褒めちぎりこの世のものとは思えないほどだと。生死が酔って寝入った隙に、こっそり下僕と密会に行くと言っていました。もしかしたら今頃下僕と密会しているかもしれません。どうしてあなたが私を騙していないと言える。彼女は災禍の次女、このような醜聞を起こすとは。隠すのが精一杯なのに、どうして自ら告げ口に来るものか。実は私、このような行いをまた、聖子様と公爵夫人様が騙され、心が落ち着かないのを見るに忍びず、つい告げ口に来てしまいました。妻家の長女、まずはお引き取りください。はい。者ども。私についてきて、聖子の屋敷を見に行く。この目で確かめてやる。この最高じゃ。本当に我が子を裏切ったのかどうか、確かめるのだ。夫人、聖子の屋敷には誰も見張りがいません。次女さえ一人いないのです。こんなに異常な状況では、まさか本当に蔡門楽の言う通りなのか。夫人、部屋から物音がします。次女が一声お伝えしましょうか。今更何を伝えるのだ。扉を蹴破れ。もしも、聖子様と若夫人が中におられて、誤解を招いたら。次女、聖子様に責められるのが怖いのです。私は彼の母だ。何を責めるというのだ。責めるなら、蔡門楽を責めるべきだろう。どけ。今夜を過ぎれば、この件の原因が何であれ。蔡心路はもう安泰ではいられない。もう先はない。私はもう蔡心路を十分に長く生かしておいた。あなた。夫人、お許しください、夫人。お前たち、密かに結託して公爵家を汚すとは。者ども、この幹部インプを引きずり出し、池に沈めて処刑せよ。ダメだ、私を殺すことはできない。これはすべてあなたの息子が指したことだ。この女め、今はいつだと思っている。まだ言い訳する気か。聖子を呼び出せ。直接彼に聞いてみろ。聖子はどこだ。母上。どうしてここに。夫人、聖子様は隣の部屋から出てこられました。きっとこの二人が密通するために聖子様を気絶させたのでしょう。息子よ。見てみなさい。あなたがめとった嫁があなたの側近の小物と不倫している。彼らがあなたにこんなことをするなんて。全く天をも恐れぬ所業だ。聖子様、私のためにお裁きを。私はすべてあなたのご命令通りに動きました、聖子様。でたらめだ。我が子がどうしてこれほど愚かなことをするものか。リボザはことここに至ってもまだ言わないのか。母上、まず彼らを外に出していただけませんか。出る。何を出るだ。この二人は、こんな醜いことをしておきながら、まさか私が彼らに顔を立ててやる必要があるというのか。母上、先日、私、体を痛めてしまい。おそらく今後、子宝に恵まれることはないでしょう。なんだって？娘よ。正直言って、もし私に子がいなければ、あのクソ野郎の李住民が、虎視眈々と狙ってくるだろう。側室たちが我先にと争いを仕掛けてくる。アンナとキシニアールを同期させるのも、やむを得ない措置だ。でもそうなると、彼女が身ごもるのはあなたの子じゃなくなる。李の家の血筋ではないんだ。生死の地位さえ守れれば、それで構わない。正気か？これがもし外に漏れたら、ただの笑い物になる火事では済まない。爵位継承は国事だ。皇帝と霊部が認めてこそ、初めて有効になる。もし陛下が知ったら、不備がいくつあっても足りんぞ。他に何か手は？まず部屋に戻れ。行け。者ども、あんあんを物置に閉じ込めろ。奥様、お許しを。お許しを。CER については、まず部屋に閉じ込め、外に出さぬように。私が対策を考えてから処置する。はい。ダメだ。私にこんなことするな。出してくれ。開けて。
ソ野郎。あんたか。キグエンルをどうして清人を甲府に？意外か？ここは俺の方が詳しいんだ。どういう意味だ？この部屋の昔話は俺の。記憶のまま変わってない。あの人たちは相変わらずすぐに人を部屋に閉じ込めて鍵をかける。逃げようとしたって天に昇るより難しい。一体何を言ってるんだ？不思議だろう？お前とリミューゼが完璧に隠していたのに、甲府人はどうやってお前がここで予想を与えようとした？どうして知ってる？この件は俺が甲府人に告げ口したんだ。俺の愚かな妹よ。あんたか。お前の立派な夫が難婚をおられたのも俺が送った新婚祝いだ。気に入ったか？蔡文楽、なぜこんなことをしたの？C、まだ話は終わってないよ。母の裏庭にあった白骨も私が人を雇って自ら埋めたんだ。それにリボ沢が春の縁で見せたあの肖像画もわざと仕掛けたものだ。そして皇帝が彩花に下賜した小白ズルズズ。本物の皇帝の筆跡が市場で簡単に売買できると本気で思ってたの？それもあなたの仕業なの？そうだよ。彩花の知見や家屋証書も今やほとんど私の手にある。宰相と柳氏が半生かけて築いたものがこんなに脆いなんて滑稽だと思わない？母もあなたに殺されたの？この世にどうしてあなたのような人間がいるの？鬼より怖いわ。じゃあ私が地獄から這い上がってきた鬼じゃないってどうしてわかる？あ、冗談よ。そんなに真に受けないで。前のあなたって結構大胆だったじゃない。結局前世のあなたは汚いこと悪いこと何一つ残さずやったんだから。前世って何？理由を知る必要はない。覚えていようがいまいが結果は何も変わらないから。近づかないで。公爵家で貫通現場を抑えられ恥ずかしめに耐えきれず自決する姉として最後の別れに来てあげたの。何言ってるの？私がいつ恥ずかしめに耐えきれず首を吊ったっていうの？今夜今この時よ。私に何をしたの？どうして動けないの？朝穴を封じただけ。蔡ニコはね、来世では良い人になるのを忘れないで。もう間違いは認めます。これからは絶対しません、お姉さん。許してください。私が悪かった、お姉さん。やめて、もう間違いは認めます。お姉さん、許して。これからは絶対、ということは、サイココロジを早く妊娠させる以外に収集をつける方法はないの？母さん安心して。シンジが妊娠したら、花を殺すよう手配する。これが最善の解決策だろう。後でサイココロジを解放して、利害をはっきり説明しなさい。サイココロジはもう来ない。
お嬢様がまた公爵家に。戻っていないなんて。今夜の清東公爵家は賑やかだ。見逃せるわけがないでしょ。よくもまた来られたわね。前回あなたが私をデートに誘って、途中で私を陥れた件、まだ清算してないわよ。聖司様、何か誤解されてませんか？私はあなたと面識もないのに、どうしてわざわざあなたを誘うなんてことするでしょ？間違えてませんか？あなた。しかし今、確かに一件、清東公家に清算してもらいたいことがある。私の妹、サイココロジが、あなたたち高家に虐げられ、首を吊って自害したの。効果は、私たちサイエにきちんとした説明をすべきじゃないの？なんて言った？サイココロジが死んだ？夫人、聖司様、大変です。若夫人が首を吊って亡くなられました。母上。どうして彼女が死ぬの？母上、今どうすればいいの？彼女は貫通して死んだんだ。私たち高家と何の関係があるの？高夫人、私がここにいるのに、私の目の前で、嘘をつくつもり？私の妹、サイココロジは、あなたたちに追い詰められて死んだのよ。あなたの息子は男としての能力がないのに、無理やり彼女に、下男と関係を持たせた。ことが露見した後、あなたたちは手のひらを返して、彼女を生きながら死に追いやった。聖縁効果は、天をも恐れぬことをする。殿下、災禍のご令嬢はまさに、今、私が最も尊敬する人です。ご覧ください。人を殺したのは彼女なのに、今、責任をすっかり押し付けられ、高価な濡れ衣を着せられようとしています。どうして濡れ衣と言えるの？明らかに彼らがエール王に借りがあるんだ。はい、おっしゃる通りです。災禍のご令嬢、今日の騒動は、あなたが持ち込んだんじゃないの？一体これ以上何がしたいの？私は妹を見舞いに来ただけなのに、あなたたちに騒動と言われてしまうの？それなら、今すぐ帰って父に報告します。必ずあなたたち高家と決着をつけますから。あなた。行きましょう。はい。三兄様。どうして来られたの？災禍のご令嬢、殿下はあなたが仇討ちを終えたばかりで、心の負担が大きいのを心配され安心できなかったんです。でも、私はこの心配は、全くの無駄だと思います。どうして無駄なの？三兄様の私への気遣いは、まるで細やかな温かい流れのように、私の冷たく寂しい心を溶かしてくれる。またでたらめを言って。だって、さっき人を殺したばかりで、やっぱり怖いんだもん。いいから、今夜はもっと私に付き合って。私が眠ってから帰ってね。いいでしょ？仕方ないな。蔡文楽はまだ帰ってきませんね。まだ嫁入り前の娘が毎日うろうろ歩き回るなんて本当に無作法です。荒くは野生的で手に負えず、もし制約を加えなければ、将来、大きな災いを招く恐れがあります。祖母と父上は私を心配するよりも、まず妹の生死を心配した方がいいでしょう。どういう意味ですか？サイココロジは、首を吊って自殺しました。何？なんて言ったの？彼女は無事なのにどうして死んだの？私は清東甲府から帰ってきたばかりで、この目で見たんだ。嘘があるはずがない。甲府の生死と甲府人が彼女を死に追いやったんです。事の経緯はこうです。父上。清東甲府のこのような行為は残酷この上ないです。私はサイココロジのことは好きではないですが、それでも、彼女がこんなにいじめられるのを見るに忍びません。彼女の冤罪を晴らしてあげてください。母上、息子はこの件は公にしない方がいいと思います。どう思われますか？たとえ生死が指して、使用人と貫通することに同意したとしても、本当に体裁が悪いです。ことが外に漏れたら、外の人は私たち財布が行き過ぎたことをして、教養がないと笑うでしょう。はい。では、サイココロジの遺体を連れ帰ることはできますか？嫁に行った娘は捨てた水のようなもの。彼女の工事は甲府に任せましょう。あなたの娘が殺されたのに、あなたは一丁の宰相として、仇を討たず、遺体も引き取らず、さらには問いさえもしない。人はもう死んでしまった。追求しても仮名を汚すだけで。人に話の種を与えるだけで他に何の役にも立たない。今は清い名声を保つことだけが重要です。私は時々本当に理解できません。あなたたちは自分の子供を愛していないのになぜ、そんなに熱心に。そうです。あなたたちの顔は私はとっくに味わい尽くしました。もう慣れっこです。知りませんが。このもともと基盤の浅い財布は人が減り、今にも崩れ落ちそうですが、いつか、
ドカンと瓦礫の山になってしまう日は来るのでしょうか。不届き者、何をデタラメを言っている。時間も遅いので、私は、ここであなたと親子の女を演じるのはやめておきます。失礼します、父上。三兄。どうした？サイココロジのことを考えています。もちろん彼女を殺したことを後悔しているわけではありません。彼女が私にしたこと。彼女を千切りにしても、100回でも手加減しません。私が考えているのは、私であれ彼女であれ、一つの命が。父上と祖母の心には、名声が何よりも大切なのです。もし本当に自分の羽を大切にするなら、なぜ自分に当たると、四条で法を曲げ、地面をかろうじるのでしょう？彼はあなたの望む通り、声援効果に手を出すことはないでしょう。構いません。声援効果であれ、災禍であれ。一人残らず、彼らを安泰にはさせません。しかしその前に、もっと重要なことがあります。何ですか？あなたの毒、解き方を発見しました。何ですって。在神ウエンス、神王殿下にご拝謁申し上げます。文体、本王は覚えておる。かつて大院で勤務しておったな。後に高齢を理由に故郷に戻ったと。私は最初から。大院の者が毒を持ったと疑っておった。だから戦企画に、あの年に。都を離れた大尉を重点的に調べさせた。ついに見つけたのだ。調べてみて驚いた。文体、あなたは湘南族の出身だったのか。湘南人は毒、特に孤独を最も得意とする。新王様がここ数年体内に抱える毒は、名医を探し回ったが、何の毒か誰も知らなかった。その出所が、いかに厄介で特別なものかがわかる。思いもよらなかった。8年の時を経て、老臣はやはり見つかってしまった。その通りだ。殿下の体内の毒は、老臣が、かつて宮中の貴妃の命を受け、殿下のお茶に入れたものだ。貴妃。本王は彼女と何の恨みもない。しかも貴妃は、六王子ただ一人の息子がいるだけだ。六帝の資質では、大使にはなれない。なぜ彼女が私を害そうとするのか。それは、殿下と六王子が幼い頃の話に遡る。殿下は幼少の頃から聡明で、すべての王子の中で学才が、最も傑出しており、陛下にも最も寵愛された息子だった。一方、六王子は全くの正反対で、最も叱責を受けた方だった。時が経つにつれ、貴妃の心には憎しみが生まれた。そして老臣の妻子の命を脅し、殿下に、禁止まといという孤独を持った。小虫は殿下の体内で徐々に成長し、毒性も次第に強まる。どんなに体の強い人でも、10年は持ちこたえられない。あなたは毒を持った張本人だから、必ず解毒法があるはずだ。新王様の命を救えるなら、あなたの命は助けよう。解毒法はあるが、極めて危険を伴う。老臣も一族の中で、長老が残した典籍で見たことがあるだけだ。実際に試したことはない。立ち上がって話せ。殿下、感謝いたします。小虫を直接取り出すのは難しい。もし孤独の初期段階なら、小虫はまだ完全には育っていないので、直接、薬草を服用して殺すことができます。しかし、8年も経ちました。殿下の体内の小虫は、もはや普通の薬では、殺せるものではありません。もしも1匹の子を、殿下の体内に入れることができれば、2匹の子が争い、必ず1匹は死に、1匹は傷つきます。その時に薬を服用すれば、子を死に至らしめることができます。新王様の体内の子は8年も経っています。もう1匹を入れたとしても、どうやってこの8年の差を埋めるのですか？私が王様に入れようとしているもう1匹の子は、金塊子と呼ばれるものです。それは1日の成長で、金子の1年分の成長に追いつくことができます。しかもこの子は好戦的で、死ぬまで戦いをやめません。運が良ければ、2匹の子が共倒れになるかもしれません。では、あなたが言う解決法は極めて危険とはどういう意味ですか？殿下は、
瀕死湖に8年も苦しめられ、体はすでに消耗しきっています。もし2匹の子が体内で争い始めたら、その過程を耐えられるかどうかはわかりません。古書によれば、以前この方法を使った人がいましたが、高熱が下がらず、内臓が激しく痛み、そのまま亡くなりました。方法があるなら、試してみましょ三教。う。文体は、あなたが大金を投じ、苦労して見つけた人です。私もあなたと同じように、後悔は残したくありません。運命が、今回だけは私に味方してくれるかどうか、見てみましょう。殿下、どうぞ。これから数日、金塊ココは自ら成長します。時期が熟したと感じたら、瀕死湖に戦いを挑みに行きます。2匹の子が出会ったら、殿下が耐えなければならない痛みは、計り知れません。下がれ。ここ数日は、まず帰ってください。ダメです。私はあなたのそばにいます。細文学。もし私が不幸にも死んでしまったら、覚えておいてください。私、格言は最初から最後まで。冷たい心の持ち主で、あなたに一生を託す価値はありません。私も最初から最後まで、愛したことはありません。もし天が幸いにも私に解毒させ、長く生き続けることを許してくれたら、残りの言葉は、ゆっくりとあなたに話します。もちろん話すべきです。たとえ天に昇ろうと地に潜ろうと、私は絶対にあなたを見逃しません。あなたがどこにいても、私はあなたにまとわりつき続けます。エーナ。はい。祭お嬢様をお送りしなさい。はい。祭お嬢様、どうぞ。おとなしくしていてください。私のためだと思って。俺が先に行く俺も入れて私も俺が先だ。俺もこれでいいんだな証言したい。俺も加わるこの日をずっと待ってた一緒にやろう。みんなで一緒に。産経ここ数日ずっと集めてたんだ。李祖明が人を殺した証拠を。宰相がお坂部に命じて真犯人の庇護を指示したことは、誰の目にも明らかだ。いずれ証拠が法廷に出されれば、必ず反響がある。みんな出て行け出て行け。お嬢様顔色が悪いですね。昨日はよく眠れなかったのですか？昨夜悪夢を見たの。今日は何日目？殿下が金塊国を服用してからちょうど10日になります。彼は庭にも入れさせてくれない。今どうなっているかもわからない。殿下は幸運な方ですからきっと大丈夫です。もし天に神様がいて私の祈りを聞いてくださるなら、私は寿命の半分を捧げます。格言の無事と健康と引き換えに。もし世に神様がいるならさっきのあなたの言葉はきっと無効になる。子供の言葉は気にしないで。三教。三教あなたの体は、
もう大丈夫だ。文体が見てくれた小虫は死んだ。残りの孤独はゆっくり除去すればいい。これからは丁寧に養生して。回復できる。よかった。申し訳ありません、新王殿下。さっきは私が失礼しました。あなたは皇族のご身分、私はただの罪人の娘。あなたには到底釣り合いません。それにあなたは私を好きでもない。今まで私の一方的な思い込みでした。これからはきちんと規則を守り節度をわきまえます。ごめんなさい。全部私のせいです。以前好きじゃないって言ったのは、一言一句全部嘘でした。わかってるよ。君は俺を実の兄のように思ってるんだろ。君への気持ちは兄弟のそれで男女の愛情じゃない。これから絶対忘れない。もういいよ。本当に悪かった。ぶつかれるならどうぞ。我が格言この身をとして誓う。一生あなただけを愛すと。あなただけをめとりたいと。荒く。俺と結婚してくれないか。嫌だ。答えが間違ってる。もう一度答えろ。ふざけてる。年長者らしくない。どこが年上だよ。たった3つしか違わないじゃないか。とにかく、あの年寄りはただの意地悪じじいで、腹の中は悪巧みばかりだ。この前別れるとき、あいつは何で言ったかって？俺フーオズアンは最初から最後まで冷たくて無情な奴で、恩知らずな人間だって。俺のことを一度も愛したことないってまで言いやがった。一日中演じてるんだよ、偽物が。わあ、そうだよ。俺は大偽物さ。じゃあ、罰としてこれからはキクエンルオの言うことを。絶対に聞いて、絶対に従うってことで、いい。それでようやくまともだ。キクエンルオ。じゃあ、もう一度聞くけど。俺と結婚してくれないか。うん。たとえ死が私たちを引き離すことはない。三兄貴。戦する。新王キクエンルオ三代。父上に拝謁いたします。新女、皇帝陛下に拝謁いたします。新王よ、大病が癒えたばかりだ。礼は不要、早く変身せよ。キクエンルオ、お前も変身せよ。皇帝陛下に感謝いたします。新王が言うには、陳に会いたい大事な用事があるそうだ。何の用だ、言え。新女、自分の父騎手を訴えたいと思います。職権を乱用し、記録文書を破棄し、清東公府の二木巫女、李中民の罪を隠蔽しました。これは陳情書で、事件発生時の、李中民が強行を働いた経緯が詳細に記されています。同行者全員が証言できます。下には、今日の学生たちが自発的に書いた請願書です。皇帝陛下に、必手を、清東公府との利益癒着を、定期的に調査で陛下の学生たちに公正をお返しくださいますよう、お願い申し上げます。新女はまた、必手の往来書簡を調べました。彼がかばった事件は、これだけに止まりません。清東公府の上下は、悪党どもが集まり、法を顧みません。新女は、このような家柄には、爵位を継ぐ資格はないと考えます。必勝はお前の実の父親ではないか。もし彼に知られたら、恨まれることを恐れないのか。私の母は建物の南市の出身です。祖父はかつてこう言いました。官が民を土悪田のごとくみなせば、民も官を高級のごとくみなす。必勝は仁な機関であり、最小たる資格はありません。新女の体には何気の血が流れております。見て見ぬふりはできません。良い言葉だ。官が民を土悪田のごとくみなせば、民も官を高級のごとくみなす、と。あの頃、お前の祖父は陳の亭主を務めたことがある。お前の気性は、彼によく似ているな。よかろう。陳は今日、この請願書を受け取った。必ず徹底的に調査する。皇帝陛下に深く感謝いたします。陳王。父上、嘘があります。なぜいつも、蔡文楽の顔ばかり見ているのですか？彼女の顔に何かついているのでしょうか？父上、本日もお願いがございます。
また何か用か。父上、息子は蔡文楽を妻に迎えたいと存じます。どうか父上、蔡文楽を親王妃としてくださいますよう。蔡将に罪がなければ、彼女は上将の娘。親王妃としてふさわしいが、今は。蔡将は事件に巻き込まれ、前途不透明。もし蔡将が罪を得たら、それでもめとるのか。蔡文楽がいなければ、息子は、生きる希望を失います。たとえ彼女が名門の令嬢であろうと、平民の娘であろうと、彼女が蔡文楽である限り、息子は、ただ彼女だけを妻にしたいのです。よかろう、チンはわかった。まず下がれ。父上、まだお許しをいただけておりません。王子の婚姻は国事である。軽踊り自粛。承諾などできぬ。しかし、よかろう。殿下、蔡お姉様、どうぞ。臣下の娘、失礼いたします。来い。礼部少々を呼んでこい。親王妃殺風の食事を準備させよう。陛下、殿下の願いをお聞き入れになったのですか？親王は、陳がようやく健康を取り戻した息子だ。たとえ彼がめとろうとするのが、南氏の娘、蔡文楽であろうと。仮に豚をめとりたいと言っても、陳は、しぶしぶでも承諾せねばならぬ。はい、すぐに参ります。蔡上将、陛下が清東甲府事件の徹底調査を命じられました。どうか特撮院へお移りください。調査を受けていただきます。行こう。子が父を敬わぬは倫理に背く。蔡文楽よ。お前が都へ来てから、蔡家はお前のせいで大混乱だ。お前の手にある刃は、なぜいつも蔡家に向けられる？私の手にある刃は、私を守り、また、この高門の偽りと束縛を切り裂くため、私に自由を取り戻させるため、祖母が苦痛を感じるならば、それはかつてあなた方が犯した罪が冷たい刃となり、今まさに眉間を射抜いたから。過去の恨みは晴らされ、愛する人と再会できた。これより世は太平、清々はながらえん。